こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。話すスピードが少し速いと感じた方は再生速度から速度を落として聞いてみてください。他にもたくさん字幕を用意しているので、そちらから字幕を選んで最後まで楽しんでください。はい、ということで、今日のエピソードなんですが、私今度旅行に行きます。イエーイ。すっごい楽しみです。皆さんは旅行好きですか？私は旅行がすごく大好きなんですけど、前回4月、春についてお話ししましょうっていうエピソードでも言ったんですが、最近ちょっと忙しくて旅行に全然行けてませんでした。今年の目標がたくさん旅行に行くっていうことだったので、今年第1弾、もう本当に楽しみです。今回行くところなんですけど、長崎県の雲仙というところに行きます。皆さん聞いたこととかってありますか？場所はこんな感じで、九州の中でも長崎県という場所にあるエリアになります。この雲仙なんですが、まず何といっても温泉が有名です。温泉皆さん好きですか？私は温泉が大好きです。この雲仙も温泉が有名なエリアの一つになっています。で、街の中でも雲仙地獄っていう景色も有名なんですが、実際温泉が地面から湧いているので、街の至るところでこう湯気とかガスとかがもくもくもくってしてるんですね。で、それが特に多い場所が雲仙地獄って呼ばれています。地獄っていうとちょっと怖いイメージがあるんですけど、ここは全然怖い意味ではなくて、この煙とか湯気とかガスがたくさん上っているのが地獄みたいに見えるみたいな意味で、雲仙地獄って呼ばれた景色があります。これもすごく景色綺麗って聞くので楽しみなんですけど、雲仙とか温泉が有名なエリアって硫黄の匂いが強いって言うんですね。硫黄って聞いたことありますか？温泉って独特の匂いがすると思うんですけど、よく言うのが腐ったゆで卵の匂いってよく言います。で、私実際その硫黄の香りっていまいちまだ分かっていないんですけど、この雲仙がすごく匂いが強いみたいなんですね。なので、そういったところも一個体験としてすごく楽しみにしています。はい。ということで、今回その長崎県の雲仙というところに彼と一緒に記念日旅行に行きます。記念日ってわかりますか？記念日っていうのは何か特別な日、例えば私と彼が付き合った日とか、あとは何かを達成した日とか、誕生日とかもそうですね。そういったアニバーサリーみたいな意味で記念日っていう風に呼びます。今回は彼との記念日旅行で長崎の雲仙というところに行きます。で、今回なんですけど、雲仙の旅行でなんと温泉付きのお部屋に泊まります。楽しみ。温泉のマナーについての動画で以前も言ったんですが、温泉ってみんなで入るものだけじゃなくて、貸し切り風呂って言って、一緒に旅行に行ったメンバーだけで入ることができる貸し切りのお風呂もあるんですね。で、今回私たちが泊まるお部屋っていうのは、温泉がお部屋についているので、他の人と一緒ではなく、泊まっている私と彼だけで温泉を楽しむことができるお部屋になります。で、そういうお部屋だと温泉に入る時間も決まっていないので、朝も夜もお昼ももちろん、いつでも温泉が入り放題です。もう温泉好きの私にとってはもうめちゃくちゃ楽しみです。で、この温泉付きのお部屋なんですけど、結構人気です。日本人温泉好きな人多いんですけど、お部屋に温泉がついてるってすっごく贅沢で、ゆっくり景色とか楽しみながら、みんなで入る温泉とかって、やっぱり静かに入るのが日本のマナーなので、あんまりこう一緒に行った人とかとお話ができなかったり、私と今回彼で記念日旅行カップルで行くんですけど、カップルとかだと別々、男性女性で別で温泉に入ってしまうので、こう実際お話ができないとかってあるんですね。なので、こうやってお部屋に温泉がついていると、男女でも一緒にもちろん入れますし、周りのことを気にせずにお話ししながら温泉に入ることができるので、すごく人気です。で、今回は私たちも贅沢して記念日なので、そういった温泉付きのお部屋を予約しました。この
旅行に行くときにどこに泊まろうっていうのもすごく楽しみの一個かなって思っていて、旅館とかホテルとか、それぞれいろんな特徴があるじゃないですか。なので、なんか旅行に行くときって、どこに泊まるっていう話をするかなと思うんですけど、食事がここはお肉が出る、お魚が出るとか、今回私たちが行くホテルは、ビュッフェスタイルで夕食が好きなものをこうビュッフェみたいに食べることができるんですね。で、私も彼も食べることが大好きなんですよ。本当によく外食もするし、お家で料理もたくさんするんですけど、そうやって食べることが大好きなので、私たちは食事をメインにどこに泊まるかを考えました。皆さんは旅行行くときって何を重視して、泊まるところを選びますか？重視っていうのは一番何にこだわって一番何を大事にして泊まるところを決めるかみたいなところなんですけど、何を重視して泊まる場所は決めますか？なんか駅が近いとか、あとは食事が美味しいとか、あとはなんかこうベッドがすごく大きいとか、あとはコストパフォーマンス、なんかその値段に対してのクオリティがすごくいいとか、そういったコスパを重視して選びますか？ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、私たち、その旅行に行くんですけど、もう正直めちゃくちゃ楽しみです。今からずっと、その雲仙何があるかなとか、旅行中、まずどうやって行くかな、どうやって帰るかなもそうですし、どこに泊まるかなとか、何をしようかなとか、いろいろ調べてるんですけど、私、旅行本当に大好きで、旅行って、行く前の準備もすごく楽しいなって思うんですね。で、結構私、海外の友達とか、彼も韓国の人で、日本人の友達とかとも一緒に旅行に行ったりとかもするんですけど、なんか日本人の旅行って計画をすごくしっかり立てるのかなって思います。っていうのも、もちろん何時何分の出発の電車とか、まあ、新幹線とかバスとかに乗っていくっていうのもしっかり調べますし、お昼ご飯はこのお店に行こうねとかっていうのも事前に決めて行ったりします。で、他にもなんかどこどこでお土産買おうねとか、どこに行って写真が撮りたいとか、どこの商店街のこのお店で食べたいとかまでしっかり決めるんですよ。なので、なんかこう人にもよるかなと思うんですけど、日本人の人ってやっぱりその旅行の計画をしっかり0から100まで立てていきたいと思う人も多いのかなって思います。皆さんはどうですか？なんかやっぱりノープランで行き当たりばったり、その行ったところで次何しようかなって決めるフリープランな旅行が好きな人もいれば、その私とかみたいにどこに行こうか事前にいろいろ決めていくのが好きな人もいるかなと思うんですけど、皆さんはどっちですか？ぜひ教えてください。で、今回の旅行でやりたいことなんですけど、もう今回の旅行の目的は何といってもしっかり癒されることかなと思ってます。旅行ってもちろん大阪とか行ったらいろんな楽しいこといっぱいするぞみたいなのが目的になるんですけど、今回行くのは雲仙、その温泉地なので、どちらかというとこうアクティブに動くっていうよりかは、ゆっくり美味しいもの食べて温泉で疲れを癒してみたいな、のんびりするのが目的の旅行になってます。もう今回は記念日なのでちょっと贅沢して、そうやって温泉付きのお部屋にもしているので、朝もしっかり温泉入って、夜も温泉入って、しっかり体を癒してこようかなと思っています。で、今回、旅行の様子とかも、リールでまたまとめて、皆さんにシェアができたらと思います。そちらも楽しみに待っていてください。はい、ということで、今日は、彼と一緒に行く記念日旅行についてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか？まず私たちが行く雲仙っていうのは、その自然がすごく豊かで、温泉が有名な場所になります。で、この温泉文化って日本ではすごく大事で、かつ私たち今回お部屋に温泉がついているようなタイプのお部屋に泊まるので、二人でゆっくりのんびりお話ししながら楽しむことができる旅行になるかなと思います。で、旅行って人にもよると思うんですけど、私はこの計画を立てている旅行に行く前もすごく楽しくて大好きです。皆さんはいかがですか？あともう一個皆さんに聞きたいことがあって、皆さん日本でもし旅行をするってなったら行ってみたい場所とかってありますか？
なんか日本って北海道、沖縄とか、東京、大阪、京都とか、観光する場所がたくさんあるかなと思います。で、他にもなんかこう、ちょっと田舎の部分とかも実はたくさん楽しいところがあるので、なんか皆さんどんなところに行きたいなとかあるのかなってちょっと気になってます。ぜひコメントで教えてください。っていうのも私今後なんですけど、今カメラとかいろいろちょっと準備をしていて、そういった準備ができたら日本中いろんなところに行って、実際にそういった景色だったり、あとは店員さんと話す様子とか、こう何かショッピングしたり、食べ物を頼んだりとかするところも映像にして皆さんにお届けしたいなと思っているので、皆さんが日本のどんなことに興味があるかとかも今ちょっと知りたいなって思ってます。コメントたくさん待ってます。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで次回のエピソードなんですが、次回のエピソードは私の海外の経験について皆さんにお話ししていければと思います。私、もともとは海外に住みたかったんですよ。っていうのも、憧れの人っていうエピソードで皆さんにもお伝えしたように、最初はバイリンガールのちかさんの映像を見て、アメリカをはじめ、こう海外に興味を持ったんですね。で、いろんな国に実際学生時代に行ってみて、行った結果、私は世界中の人に日本のことをいろいろ知ってほしいなって思ったので、今は日本でこういった活動をしているんですけど、やっぱりこの海外に行った経験とかも、今私がなんで YouTube を始めたのかっていうところにもつながっているので、そういったところを皆さんに共有していければいいなと思います。はい、ということで、今回も最後まで楽しんでいただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているので、ぜひ最後まで一緒に楽しんでください。はい、ということで今日のテーマなんですが、今日は私の海外の経験についてお話ししていきたいと思います。皆さんは海外旅行とか海外で留学とかって行ったことありますか？私はもともとバイリンガールのちかさんという方に憧れて海外にずっと夢を抱いてきました。で、その中でも私は大学生の時に初めて海外に行って、そこから全部で5カ国回りました。今日はそんな海外経験について皆さんとお話ししていければと思います。早速なんですが、私の初めての海外は中国の寧夏というところです。皆さん寧夏って聞いたことがありますか？中国の寧夏なんですけど、中国の中でも内陸、海とかに面していないような陸地の部分になります。で、北京とか上海とかとは結構離れている中国の中ではあまりこう海外から観光客が来るような場所ではないっていう風に聞きました。で、私が中国の寧夏に初めて行った理由なんですが、私が島根県の大学に通っていたんですけど、そこで中国の寧夏で1週間のホームステイのプランがあって、それをきっかけに私は寧夏に行くことができました。この寧夏なんですけど、まず何と言っても私にとって初めての海外だったことで、ずっと海外が夢で、ずっと海外行きたい、海外行きたいと思っていて、やっと夢が叶った瞬間だったので、もう本当に感動したっていうことだけ覚えてます。ただ、その中でもいろんな経験をしました。例えばまず一つ目が、その1週間のホームステイですね。現地の方のお家に泊めていただいて、1週間実際にこうリアルな生活を体験することができました。やっぱりこう海外のスーパーとかってすごいカルチャーショックとか受けるよみたいな風には聞いていたんですが、実際にその地元のスーパーに行ったんですけど、もういろいろびっくりすることが多かったです。例えば、計算する前、会計する前の商品を開けて食べるだとか、あとはお肉とかも、日本では胸肉、もも肉とかっていう風に鶏肉って分けて売られているんですが、寧夏で行ったスーパーは鶏が丸々1匹売っていました。ちょっとびっくりしました。なんかこう頭までついた鶏肉がスーパーにいっぱい並んでい
いたんですね。ちょっと正直びっくりしたり、ちょっと怖いなとも思ったんですけど、やっぱりそれが普通で、私はもし鳥を丸々1匹買ったら、どうやってこうさばいたらいいかわからないんですけど、もうそれが向こうでは当たり前だったので、なんか普通にホストマザーの方も、それを1匹丸々買って綺麗にさばいて、私にフライドチキンを作ってくれました。すごく美味しかったです。他にも日本はだいたい豚、牛、鶏肉、この3つを食べるんですけど、向こうのネイカではそれ以外にも羊とかもよく食べるっていうことでした。ご飯に実際に連れて行ってもらったんですけど、火鍋っていうものを食べました。ちょっと辛く味付けした羊のお肉が入っているんですけど、骨付きの羊肉で、それをこう手で取って食べるんですね。で、最初はすごい辛いし、びっくりしたし、あとは初めての羊のお肉だったので、ちょっとドキドキしながら食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。なので、こう、ネイカ初めての海外でたくさん感動もしたんですけど、それ以外にも、こう、ザ海外というか、私がその時求めていた、そのカルチャーショックを受けるみたいなところも達成できて、本当に夢が叶った瞬間っていうのでも一番思い出深かったですし、日本ではできない体験ができて、すごく楽しかった思い出があります。次なんですけど、次に行った国がアメリカです。アメリカはもうバイリンガルチカさんの影響でずっと行きたい国の一つでした。実際にアメリカで1ヶ月半一人で旅をしました。で、友達の家とかを転々と回りながらホームステイをさせてもらいました。で、その中でも私が行ったのはニューヨーク、ジョージア州、カリフォルニア州、あとはイリノイ州、シカゴに行きました。で、本当に1ヶ月半しかなかったので、あまりたくさん回れたわけではないんですけど、それでもホームステイをさせてもらいながら、しっかり現地のリアルな生活とかも体験しました。やっぱりアメリカも一番思い出に残ってるのはスーパーと、あとは食事なんですね。私、食事が好きっていうのもあるんですけど、あとはスーパーってやっぱりその現地のリアルな姿を見られる場所の一つかなと思います。アメリカのスーパー行ったんですけど、本当にもう全部大きいんですよ。びっくりしました。牛乳も日本だったら1リットル入った紙パックで売ってるんですけど、向こうはもう何リットルなんだろう。多分3リットル、4リットルくらい入った牛乳とか、オレンジジュースもそうですし、卵とかも日本はだいたい10個か12個入りなんですけど、向こうでは30個くらい入ってて、で、それを一個一個こう開けて割れてないか確認して買うんですね。なんかそういったのも私はすごくびっくりして、こんなにたくさん食べきれるのかなって思うんですけど、実際買ったら食べきれちゃうんですね。なのでそういったところも規模が大きくて、すごく楽しかったです。あとはやっぱりアメリカ、なんといってもハンバーガーかなと思うんですけど、私アメリカで行ってみたかったハンバーガーチェーンがたくさんあって、イン n ンアウトとか、あとはチクフィレイとかも行きました。もうめちゃくちゃ美味しくて、特にイン n ンアウトのアニマルスタイルっていうので食べたんですけど、もうめっちゃギルティーな感じで美味しかったです。フライドポテトの上にチーズとかオニオンとかが乗っているんですけど、なんかそういったものって日本だとあんまり見かけないんですね。なので、やっぱりずっと食べてみたかったので、食べれて嬉しかったです。他にも、チーズケーキファクトリーっていうお店にもずっと行きたいって憧れていたので、そんなところも行けて、すごく濃ゆい1ヶ月半になりました。で、次に行った国なんですけど、次は台湾に行きました。台湾は日本から一応すごく近い国ではあるんですが、近いといってもやっぱり飛行機だと3時間くらいはかかっちゃうので、なかなか行こうと思っても行けなかった国の一つだったんですね。で、台湾も一人で行ったんですけど、もうとにかく台湾ってご飯が美味しかったんですね。もちろん小籠包とかも美味しかったんですけど、私が一番美味しいなって思ったのがルーローファンっていう豚肉をコトコト柔らかくなるまで煮たものがご飯の上に乗っているやつなんですけど、すっごく美味しかったです。で、他にも日本のジブリ作品で千と千尋の神隠しっていうのがあるんですが、そこの舞台にもなった9分にも行ってみました。多分台湾の中でも有名な観光地の一つかなと思うんですけど、9分行ってきて本当に、
この景色が千と千尋のシーンの景色なんだってなるくらい、もうすぐ分かったんですね。もうめちゃくちゃ感動しました。やっぱりこの行ってみたかった場所に実際に行けた時とかって、こう感動するし、達成感もあるし、なんかこう心がすごく動かされる瞬間かなと思っていて、やっぱりそういったところも含めて私は旅とか旅行がすごく好きだなと思います。次に行った国なんですけど、次がベトナムに行きました。ベトナムのホーチミンという場所に行ったんですけど、これ見ている方の中にもベトナムの方いらっしゃいますかね。ベトナムのホーチミンってとこに行ったんですけど、もうホーチミンめちゃくちゃ楽しかったです。毎日市場とかに行って、いろんな食べ物食べたりとか、いろんな文化に触れたりもしたんですけど、他にもメコン川っていう川のクルーズみたいなやつに参加したんですね。で、実際にこう自分で漕ぐ船に乗ってみたり、こんな三角の帽子かぶったり、ちょっと写真出すんですけど、こんな感じですね。こうやっていろんな文化体験もすることができました。で、しかも私、海外で年を越す、ニューイヤーですね。12月31日から1月1日ですね。こうやって新年を迎えることを年を越すって言うんですけど、私、海外で年越しをすることが夢だったんですよ。で、私、ベトナムで、年を越しました。12月31から1月1日をベトナムのルーフトップバーみたいなところでニューイヤーイベントがあったので、そこで年を越しました。もう本当にずっとずっと夢だったので、今でもその景色を思い出しちゃうくらい、すごくいい経験で刺激的な瞬間だったと思います。他にもベトナムの思い出なんですけど、毎日マンゴースムージーを飲みました。マンゴーって日本だと超高級フルーツなんですけど、ベトナムに行くと本当に安い価格でマンゴースムージーが飲めたので、もう毎日毎日ずっと飲んでました。で、他にもワニがたくさんいる遊園地みたいなところに行って、で、ワニに餌をあげれるんですね。釣り竿の先にお肉がついていて、で、それを実際ワニにこうピョイって投げて食べさせるんですけど、もうめっちゃ怖かったです。でも、ワニあんなにたくさんいるのを近くで見たこともなかったし、餌もあげたことなんてなかったので、すごくいい経験になりました。はい。で、次が韓国ですね。私、韓国多分もう6回、7回多分もっとかな。結構行ってます。韓国って、私今住んでる福岡からだと、プサンだったらもう1時間くらい ?1 時間かかんないかな。ソウルだったらもう1時間半か2時間くらいで行けちゃうんですね。すごく近いし、韓国、私、彼が韓国人っていうこともあって、結構友達とも行ったり、彼とも行ったり、一人で行ったりとかしました。韓国すごく大好きなんですよ。で、私は韓国のソウルと、あとプサンに行ったことがあります。で、やっぱり日本人にとっては韓国ってすごく近いので、やっぱり身近な国の一つかなと思ってます。なので、韓国料理とか好きな人もたくさんいて、私も実際友達と韓国料理が食べたいから韓国に行ったんですよ。そんな感じで、すごくこう気軽に行けるっていうのはいいことかなと思います。で、他にも韓国ってやっぱり美容大国というか、こうスキンケアとか、あとは化粧品とか、たくさんいいものがあるので、そういうのもたくさん買いました。韓国は結構ショッピング目的とか、あとは美容目的とか、そういった理由で行く人も多いのかなと思います。私、韓国で絶対やりたいことがあって、それが、キョンボックンっていうところで、ハンボっていう韓国の伝統衣装を着て写真が撮りたいんですね。これずっとやりたいんですけど、私今年の目標ダイエットって言ってるじゃないですか。でやっぱりダイエットを成功させて、一番可愛い姿でそうやって韓国の衣装を着て写真が撮りたいなと思っているので、今年一生懸命ダイエットして、可愛い姿で撮りたいなと思ってます。こんな感じで私、本当に旅が大好きで、いろんな国に行ってみました。本当にいろんな国に行けば行くほど、たくさんの文化に触れることができますし、改めてこう海外を知ることで日本の良さに気づくこともできました。結構日本人って旅と旅行を分けて考える人も多いんですね。どう違うかっていうと、旅行っていうのは観光とかあとはリラックスが目的のもので、旅っていうのは経験とか、あとは成長とか人生のためのものみたいな風に捉えられています。私は旅行も旅もどっちも大好きなんですけど、一人旅って言って一人で行くのは旅。
誰かと行くのは旅行みたいな風に使い分けてます。皆さんの国でもこんな感じで旅と旅行みたいに使い分ける単語とかってありますか？ぜひコメントで教えてください。はい、ということで今日は私の海外経験についてお話ししました。いかがでしたでしょうか？私はこういろいろ海外の景色とか文化に触れて、やっぱり日本の文化とか景色もぜひもっとたくさんの人に知ってもらいたいと思って、このポッドキャストだったり YouTube の活動を始めました。皆さんは行ってみたい国だったり、今まで行って一番思い出に残っている国とかって何かありますか？何かエピソードなどあればぜひコメントで教えてください。次回のエピソードなんですが、皆さんポケモンは好きですか？私はポケモン大好きです。で、ただ小さい時からずっと好きだったわけではなくて、彼がポケモン大好きなんですけど、その影響で好きになりました。今このパソコンの後ろとかにもいろいろシール貼ってるんですけど、ゲームもするんですが、私はどちらかというとキャラクターが可愛くて好きだったり、そのグッズが好きだったりするんですね。で、今度の次のエピソードでは、皆さんと推しポケモンについてお話ししたいなと思います。推しっていうのは自分が特に好きな対象のことを推しって呼ぶんですね。なので、次回は推しポケモンについてお話をしたいなと思います。はい、それでは今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているのでそちらから選んでぜひ一緒に最後まで楽しんでいってください。はい、ということで今日のテーマなんですが、今日は私の推しポケモンについてお話ししていきたいなと思います。早速なんですが、皆さんポケモンは好きですか？私はめちゃくちゃ大好きです。子供の時からゲームをしたり、あとはアニメを見たりはしていたんですけど、実はこんなにハマったのって最近の話なんです。ハマるって皆さん聞いたことがありますか？ハマるっていうのは何かに夢中になることを言います。例えば、アニメにハマるとか、ゲームにハマっているっていう風に使います。皆さん何か最近ハマっているものとかってありますか？私は実は今ポケモンにハマっています。ハマった理由は彼がポケモンが大好きだからなんですね。ポケモンっていろいろ楽しみ方があると思うんですけど、もちろんゲームもやります。ただ私はどちらかというとキャラクターが好きなタイプです。皆さんはいかがですか？ゲームでポケモンを育てることが好きな人もいれば、例えばポケモンカードで戦うことが好きな人もいらっしゃるかなと思います。私はキャラクターが好きなタイプです。皆さんいかがですか？そして実は私コレクション癖があります。コレクション癖って皆さん聞いたことありますか？コレクション癖っていうのは、こう好きなものをついついたくさん集めてしまう性格のことを言います。皆さんコレクション癖ある方とかっていますか？私はコレクション癖がすごくあるので、こんな感じでハマったものはどんどん集めてしまいます。結構最近よく集めてるのはポケモンカードとか、あとはここにあるシールですね。パンの中に入っているシールなんですけど、よくこのパンを見つけると毎回1個買って、このシールをどんどん集めていってます。皆さんいかがですか？何か集めてるものとかありますか？なんかぜひあればコメントで教えていただけると嬉しいです。はい。で、早速今日のトピックに入っていきたいなと思うんですが、まず今日のトピックのキーワードとして、推しっていう言葉があります。推しって皆さん聞いたことありますか？この推しっていうのは、一番大好きで応援している存在のことを言います。で、この好きっていう気持ちなんですが、恋愛感情としての好きっていうよりかは、もうちょっと気持ちが強い、なんか一番応援したいとか、あとはグッズを買いたいなって思っちゃったり、ずっと見ていたいなって思えるような、そんな存在を推しっていう風に呼びます。で、例えばアイドルとかによく使います。私はこのアイドルを推してますとか、あとよくあるのはアニメのキャラクターとかですかね。このキャラクターを私推してますとか、私の推しは〇〇ですっていう風に使います。皆さん推しいますか？
私はアニメのキャラとかでも結構推しがいます。で、これも話す長くなっちゃうので、次回のエピソードでアニメの推しについてはお話ししようかなと思います。で、この推しあるあるなんですけど、やっぱり自分の大好きなものってたくさんついついお話ししちゃうのかなと思います。これもオタクあるあるというか、推しあるあるかなと思います。皆さんはどうですか？そんな経験ありませんか？ぜひコメントで教えてください。はい。ということで、私の推しポケモンについてお話をしていきます。私の推しポケモンは、イーブイとヌオーとラティアスです。聞いたことある方とかいますか？早速なんですけど、まず EV についてお話をしていきます。私の推しポケモン1匹目がこの EV になります。EV 見たことある方とかいらっしゃるんじゃないでしょうか？結構ポケモンの中でも人気ポケモンの一つです。で、この EV なんですけど、まずとにかく可愛いんですよね。なんかもうペットにしたいってくらい可愛いんですけど、いかがですか？で、この EV の魅力が進化って言って成長すると別の姿になることができるんですけど、成長した後に変化する姿がたくさんあります。これ全部まとめて V 図っていう風に言ったりするんですけど、本当に全部キャラクターが可愛かったり、かっこよかったり、綺麗だったりするんですね。で、こうやって進化するといろんな姿になるっていうのも魅力の一つかなと思います。皆さんいかがですか？ EV とか V 図好きな方とかいらっしゃるんじゃないでしょうか？すごく人気ポケモンの一つです。もし気になる方とかはぜひぜひ調べてみてください。はい。ということで、次のポケモンなんですが、私の推しポケモン2匹目が、このヌオーです。ヌオーって皆さん聞いたことありますか？可愛いですよね。こんな感じですごくゆるいキャラクターになっています。ゆるいって皆さん聞いたことありますか？ゆるいっていうのは、見ているとなんか力がふらっと抜けちゃうような、癒されるような、そんなのんびりした顔のことをゆるいとかっていう風に言います。ヌオーはもうめちゃくちゃゆるいキャラクターで、本当にのんびりしてるんですね。で、ヌオーも結構人気キャラの一つなんです。私もヌオーこのぬいぐるみだけじゃなくて、グッズをいろいろ持っています。皆さんはこんな感じのゆるいキャラクターとかって好きですか？私はめちゃくちゃ大好きです。で、他にも YouTube とかインスタにこのヌオーの動画とかも載ってるんですけど、実際見た目だけじゃなくて、なんか行動も全部含めてめちゃくちゃゆるいです。本当に可愛いので、ぜひ気になる方、ヌオーもぜひぜひ調べてみてください。はい。ということで、3匹目の私の推しポケモンなんですが、3匹目はラティアスです。皆さんラティアス聞いたことありますか？ここにステッカーでいるんですけど、この空飛んでるドラゴンタイプのポケモンがラティアスっていう風に言います。私がラティアスを好きな理由なんですが、理由の一つは映画が影響しています。このラティアスとお兄ちゃんのラティオスっていうキャラクターがいるんですね。この二人が主役になっている映画があります。この二人実は伝説ポケモンなんですね。で、この映画がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。雰囲気としてはヨーロッパをモチーフにされた映画なんです。で、水の都って言われていて、街の中にこう船が通れるような川があったりだとか、あとは建物も全部石でできてたり、その川がたくさんあるので、こう橋がかかってたりして、日本では見られない雰囲気で見ていてすごくワクワクします。で、その作品の中の音楽もめっちゃ綺麗なんですよ。アコーディオンっていう楽器、こんな感じの楽器なんですけど、アコーディオンが実際に使われている音楽が映画の中で使われているので、めちゃくちゃ海外の雰囲気を感じられて綺麗で大好きです。皆さん、ラティアスとラティオスが主役の映画見たことありますか？多分私が小学生くらいの時に出た映画なんですけど、私はめちゃくちゃ大好きで、今でもたまに見ちゃいます。で、これ、大人になっても感動できるようなストーリーですし、もうやっぱりちっちゃい時からその映画、いつ見ても、感動するし、やっぱりこうワクワクする。そのヨーロピアンな雰囲気とかがあるので、ぜひ気になる方調べてみてみてください。はい。ですね。で、他にも最近すごく嬉しかったエピソードがあって、実は福岡県の博多、私が住んでる博多に、ポケモンセンター福岡っていうポケモンのオフィシャルショップがあります。
で、そこが去年の6月かなに、リニューアルオープンしたんですね。で、まさかまさかなんですけど、そのリニューアルオープンの後、ポケモンセンターにメインキャラクターができたんですが、それが、ラティアスとラティオスだったんですよ。これ、全国のポケモンセンターそれぞれにメインキャラクターがいるんですけど、自分が住んでる博多がまさかのラティアスとラティオスですごい運命を感じました。これはめちゃくちゃ嬉しかったです。で、実際に私と彼がよくポケモンセンターに行くんですね。最近ポケモンの30周年を記念したステッカーが出たので、最近それを買ってきました。で、ちょっとここからなんですけど、皆さんに実際に私と彼がポケモンセンターに行ったシーンをお届けしたいなと思います。以前から私、外での撮影もこれからしていきたいとお伝えしてたんですが、やっとカメラが準備できたので、今回初の外撮影になります。ちょっとちゃんと撮れてるか不安なんですけど、ぜひぜひ皆さんに、この福岡のポケモンセンターの雰囲気だったり、あとは私と彼の普段の会話、本当に日本のカップルってこんな感じの会話してるんだよっていう雰囲気を皆さんにぜひ感じ取ってもらえたらなと思います。それではぜひ見てみてください。はい、ということで今日はポケモンセンター福岡に来てみました。韓国人の彼、ハン君と一緒に来ているので、ポケモンセンターの様子だったり、日本のカップルの会話を楽しみながらぜひ見ていってください。かわいい、このぬいぐるみ。これいつもかわいいよね。下の子が一番可愛いよ。ハン君ミミッキュ好きだもんね。めっちゃかわいい。ミミキが自分のぬいぐるみも持ってるし。あ、ほんとだ。あ、めっちゃかわいい。なんかお母さんとかお父さんとかにね、お土産であげるんだったらこういうのもいいよね。コップとかポーチとかね。ね。これポケモンセンター福岡がラティアスとラティオスがメインキャラクターになってるので、福岡の有名なもの、ラーメンとかそういったものとそのポケモンセンターがコラボしているものになります。かわいいね。いやーかわいい。ピカチュウが服とかも着てるしね、ちゃんと。ラーメン屋さんになってる。かわいい。かわいい。ね。わー、きれい。いや、これはいつ見ても感動する。かわいい。あ、EV だ。これ私の推しポケモンの EV です。ハン君はちなみに推しポケモンは誰ですか？私はミミッキュが一番好き。ミミッキュか。ミミッキュもちょっと探してみようか。いやーかわいいな。本当にいっぱい種類があるから、なんかもうポケモンが好きな人たちって意外といっぱいさ推しがいるじゃん。だからここで多分みんな自分の推しのポケモンのぬいぐるみとかグッズ探して、買ってこう普段持ち歩いてとかする人が多いよね。なんか私も一番好きなのはミミッキュなだけで、他のポケモンも好きなものいっぱいあるからね。特にもうここにすぐあるゲンガーとか。あ、そうだよね。ハン君ゲンガーもめちゃくちゃ大好き。あ、ミミッキュもいる。かわいい。もふもふ。かわいいな。あ、ジラーチだ。私ジラーチも好きだから。ねえ。これずっと買うか迷ってるから1個買う。1個買う？パソコンに貼ろうかな。そう。はい、じゃあレジに行ってみます。お願いします。ありがとうございます。じゃあ1点ですね。385円です。はい、ペイペイでお願いします。失礼します。はい、ではペイペイで385円頂戴しておりますね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。ありがとうございます。購入しました。これパソコンに貼ります。はい、いかがでしたでしょうか？あんな感じで入り口にラティアスとラティオスの大きなモニュメントがあったりだとか、で後ろのスクリーンで映像が流れてたと思うんですけど、本当に実際にラティアスとラティオスが空を飛んでるみたいでめちゃくちゃ綺麗じゃなかったですか？で、あんな感じでお客さんもたくさんいて、すごく人気なお店の一つになっています。で、私が実際に買ったステッカーなんですけど、多分もうちょっとしたらこのパソコンに追加で貼っていくのかなと思うので、楽しみに待っていてください。
あと、韓国人の彼との会話いかがでしたでしょうか？普段のこのポッドキャストと違って、すごくカジュアルな会話になるので、ちょっと難しかったっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、やっぱりこの普段ポッドキャストでお話ししている丁寧な日本語と、この私と彼とか友達とかと話すカジュアルな日本語、種類が違うと思うので、これからどんどんこうやって会話のシーンとか、あとは誰かコラボでゲストをお呼びして、一緒に会話をとっていきたいなと思っています。そちらもぜひぜひ楽しみに待っていてください。はい。ということで、日本ではこの推し文化がすごくあります。推し活とかって皆さん聞いたことありますか？これは推しを応援してする活動のことを言います。例えば、ライブに行ったり、グッズを買ったり、他にもSNS とかで推しのことを発信するとかっていうことを推し活って言います。これもめちゃくちゃ最近の若い子とかで使うような言葉なんですけど、私も実はこうやってグッズを買ったりしている。これは推し活になります。皆さん何か推し活してるものとかってありますか？なんかぜひあればコメントで教えていただけたら嬉しいです。はい。で、他にも、さっきの映像で見ていただいたらわかるんですが、結構ちっちゃい、いろんな種類のポケモンのぬいぐるみがお店に置いてあったかなと思います。でやっぱりお店に行くと、本当に、あ、このポケモンが好きな人もいるんだ、みたいな風に、結構マイナーなポケモンを推している人もいるんですね。で、やっぱり推しのことってついついたくさん話したくなっちゃいますし、みんなにもっと自分の推しの魅力を知ってほしいみたいな風になっちゃって、ついつい話しすぎちゃうこともあるかなって思います。でもこれって本当に推しあるある、オタクあるあるかなと思うので、もし共感していただける方、ぜひコメントで教えてください。はい。ということで今日は推しポケモンについてお話をしてみました。この推しっていうのは自分がすごく大好きな存在のことを言います。で、この大好きな存在、推しを応援する活動のことを推し活って呼んだりします。日本ではこの推し文化がすごく大人気の文化の一つになっています。皆さん何か推しているものとかあればコメントで教えてください。はい。それではですね、次のエピソードなんですが、私実はアニメも大好きなんですよ。なので次回のエピソードでは私の大好きなアニメだったり、アニメの推しのキャラクターについて皆さんと一緒にお話ししていければいいなと思っています。はい。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度を落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているのでそこから選んで聞いてみてください。はい。ということで早速なんですが、今日は日本のアニメについて皆さんと一緒にお話をしていければと思います。皆さん日本のアニメ好きですか？私は実はとっても大好きです。アニメなんですけど、小さい時からも見ていたんですが、実は大人になった今でも毎週見ているくらいアニメが大好きです。皆さん好きなアニメとか好きなキャラクターとか何かあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日なんですけど、私の実際に好きなアニメだったりとか、他にもアニメで日本語を学ぶってどうなんだろうとか、あとは日本でのアニメの楽しみ方。皆さん聖地巡礼って知ってますか？そんな聖地巡礼っていう日本ならではのアニメの楽しみ方だったりとか、そういったところ皆さんと一緒にお話をしていければと思います。早速なんですが、皆さん、どんなアニメが好きですか？結構日本語を勉強している方はアニメが好きな方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。中にはアニメがきっかけで日本語を勉強しているっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私の周りでも字幕なしでアニメを楽しみたいっていう理由で日本語を一生懸命勉強している方もいらっしゃいます。皆さんはいかがですか？
アニメってただ面白いだけじゃなくて、日本語だったり、日本の文化だったり、あとはその日本人の考え方みたいなところだったり、あとは人間関係とか学校生活、食べ物、街の雰囲気とか、いろんなことを知れるすごくいい文化だなと思っています。もし皆さん日本語を勉強されてる中で、まだアニメあんまり見てないよっていう方いらっしゃったらぜひぜひ見てみてください。今日私の好きなアニメとかもお話しするので、ぜひぜひそういったところからも楽しんでいただければなと思います。そしたらまず私の好きなアニメについてなんですけれども、たくさんある中から今日は4つに絞ってきました。1つ目が進撃の巨人。2つ目が鬼滅の刃。3つ目が僕のヒーローアカデミア。4つ目が薬屋の独り言です。皆さん聞いたことあるアニメとかってありますか？結構有名なアニメが多いかなと思います。皆さん見たことある方とかいらっしゃったらぜひコメントで教えてください。はい、そしたら、まず、進撃の巨人についてなんですけれど、これはもう本当にすごい作品ですよね。最初は巨人が出てくる怖い話なのかなと思って、見るのちょっと正直怖かったんですね。実際にストーリーが始まってからも、ちょっと結構怖いシーンが多くて、最初は見るのやめようかな、続けようかなって思ってたんですけど、見れば見るほどストーリーがすごく深かったり、キャラクターの一人一人がすごくかっこよかったり、こう考え方とか正義とか自由とか、そういったところいろんなテーマが入っていて、どん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 こう引き寄せられる、引きつけられる作品でした。で、見終わった後とかってもう、正しいって何？自由って何？敵って誰なんだろう？みたいな、なんかもう私がアニメの中に感情移入っていうのが、その自分以外の誰かだったり、何かに対して感情をこう共感し合う感じで、相手の感情にリンクすることを感情移入って言うんですけど、もう私はアニメに感情移入しちゃって、すごく考えさせられました。で、私、進撃の巨人の中だと、アルミンっていうキャラクターがすごく大好きです。アルミンって皆さん知ってますか？進撃の巨人見たことある方だったら知ってるかなと思うんですけど、結構メインキャラクターの中の一人なんですね。で、アルミンってすごくこう、戦いが強いっていうキャラクターではないんですよ。ただ、頭を使って戦う頭脳派と呼ばれる頭を使って戦うタイプのキャラクターです。日本ではこういう人のことを頭脳派っていう風に言います。アルミンって戦う力だけで見ると他のキャラクターよりも劣っているんですけど、その考える力だったり、言葉の力だったり、判断力みたいなところがすごくて、進撃の巨人の中でもメインキャラクターの一人になっています。すごくかっこいいので、ぜひぜひ見たことない方、見てみてください。アルミン、最初から出てくるので、あ、このキャラクターかってすぐわかると思います。すごくおすすめなアニメです。そしたら次二つ目なんですけど、二つ目は鬼滅の刃です。鬼滅の刃も多分知ってる方多いんじゃないでしょうか。これもすごくすごく有名なアニメですよね。鬼滅の刃って、まずとにかく映像が本当に綺麗なんですよ。もう見ていてびっくりするんですね。いろんなアニメあるんですけど、あんなに映像が綺麗なアニメって少ないなと思ってて、そうそう。なので、鬼滅の刃、まずはその戦うシーンとかの映像がすごく注目ポイントの一つかなと思います。他にも音楽がすごくこう、私までドキドキさせられるような音楽だったり、キャラクターの感情とかもすごく伝わってくるような、ちょっと切ないストーリーだったりするので、そういったところも私が大好きな理由の一つになっています。この鬼滅の刃っていうアニメの主人公が炭治郎って言うんですけど、炭治郎って本当に優しいキャラクターなんですよ。家族がすごく大好きで、いつもこう家族に対する愛情を持っていたり、仲間もすごく大事にしますし、他にもこう強いけど、ただ強いっていうだけじゃなくて、相手の悲しみもちゃんと見ようとする。鬼滅の刃って鬼が敵なんですけど、鬼も実はもともとは人間だったんですよ。鬼になりたくてなった人もいれば、鬼になりたくなかったのになってしまった人もいたり、こういろんな辛い過去があって、結果的に鬼になるっていう選択をしてしまった人だったりがいるんですけど、そういったところ、いろんな人たちのこう悲しみをちゃんと目を背けずに見ようとするっていうところがすごく優しくてかっこよくて、日本人もすごくこの作品は響いてる人が多いなと思います。で、
鬼滅の刃って日本語を勉強している人にとってはちょっと言葉が難しいかなって思います。時代が少し前の時代なので、言葉遣いとかも日常会話では使わないような表現が結構多く出てきちゃうんですね。なので、そういったところは難しいんですけど、悔しいとか辛いとか、あとは守りたいとか諦めないとか、そういった感情表現みたいなところの言葉遣いのニュアンスを理解するのにはすごくいい作品なのかなと思います。はい。なので、いろんな作品あるんですけど、もう本当にネイティブが使うリアルな日本語を使っているなっていう作品もあれば、鬼滅の刃みたいに、あんまりネイティブの会話では出てこないなっていう表現が多いアニメもあるんですが、そういったアニメの中でも学べることってたくさんあるので、ぜひ気になる方は見てみてください。そしたら次3つ目なんですけど、3つ目は僕のヒーローアカデミアです。ヒロアカ。大好きです。皆さんこれ知ってますか？結構海外にも人気のあるアニメっていう風にも聞いたことがあります。これってヒーローの話なんですよ。でもこのヒロアカはただのヒーローアニメではなくて、学生の努力とか成長とか仲間との関係だったり、ライバル同士のいろんな出来事だったりとか、あとは自分の弱さと向き合うとか、そういったテーマがたくさんあります。ヒーローアカデミアって舞台が学校なので、そういったところ、大人同士のやりとりではなくて、どうしても子供の高校生とかのいざこざとかもいろいろ入ってくるんですよ。なのでそういったところもあってすごく面白いです。で、よく日本で言うのが応援したくなる人とか応援したくなるキャラクターとかってすごく人気なんですね。この応援したくなるっていうのはもう言葉の通りです。最初から強いっていうよりかは、最初は弱かったけどどん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 成長していくとか、負けても負けても諦めずにずっと頑張っているとか、そういったところ見ると人って応援したくなる気持ちが湧いてくるかなって思うんですけど、ヒーローアカデミアって本当に応援したくなるキャラクターがたくさんいます。ぜひぜひちょっと気になる方とかも見てほしいなと思う作品の一つです。はい。で、最後4つ目なんですけど、4つ目は薬屋の独り言です。これ最近めっちゃ人気なんですよ。薬屋の独り言って結構謎解き系なんです。謎解き系って皆さんわかりますか？謎解きっていうのが、何かの出来事を解決する、推理して解決するみたいなことを謎解きって言うんですね。で、この薬屋の独り言は、主人公が働いている場所でたくさんの事件が起きるんです。で、その事件を毎回いろんな知識を使って解決していくんですけど、もうそれがめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、この薬屋の独り言、主人公は薬の知識があるんですね。なので、毒とかそういったところの知識がたくさんあるので、そういった知識を使って、そこで起きた事件をたくさん解決していきます。すごく面白いです。難しいんですけど、何なんだろうって自分も一緒に考えて、あ、そういうことだったのか、この人が犯人だったのか、みたいになるのがめちゃくちゃ面白いんですよ。そういった推理系が好きな方もぜひぜひこれおすすめかなと思います。他にも、ちょっと最近ハマっているアニメなんですけど、皆さん、黄泉のつがいって知ってますか？黄泉のつがいっていうのが、鋼の錬金術師っていうアニメの作者さんが作った作品なんですけど、鋼の錬金術師って多分結構知ってる方多いんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ人気なアニメの一つなんですけど、この作者さん他にもアニメを描いていて、その一つが黄泉のつがいになってます。で、今ちょうど配信してるんですけど、これめちゃくちゃ面白いです。私結構最初からわかるアニメっていうよりかは、この世界ってどうなってるのとか、このキャラクターって何者なんだろうとか、この先どうなるんだろうとかっていう結構謎が多いアニメ、考えながら見る作品がめちゃくちゃ好きなんですよ。で、黄泉のつがいも結構そういう話題なので、めちゃくちゃ面白いです。で、こんな感じで私アニメ今めっちゃ見てます。おすすめですってお話をしたんですが、アニメで日本語を学ぶって結構聞くんですけど、これって実はいいのかな悪いのかな気になる方多いんじゃないかなと思います。ここについてお話をしていきたいなと思うんですが、
アニメで日本語を勉強する。私はもちろんいいと思います。で、アニメで日本語を学ぶってまずとても楽しいと思います。やっぱり勉強ってしんどいだけだと続かないし、私も勉強するときに辛いだけだとちょっと続けるのって大変だったりするんですね。なので、やっぱりこう楽しいとか面白いとかが一つないとあんまり続けることが難しいかなって思うんですけど、アニメはもう楽しい、面白いので、続けやすい理由の一つになってくれるかなと思います。で、やっぱりもちろん教科書で勉強する方が成長は早いかもしれないんですけど、続けるっていうのが私、勉強では一番大事だと思っているので、教科書で勉強して1ヶ月でやめてしまうくらいなら、2年でも3年でもアニメを通して日本語を勉強する方が結果的にはいいんじゃないかなと思います。なので、もちろんアニメだけで勉強するっていうのは少し難しい部分もあるかなと思うんですけど、アニメで勉強もしながら、こういったポッドキャストを見てみたり、もちろん教科書とかを使って勉強してみたりするのがすごくいいのかなっていうふうに思います。で、私の彼氏の話なんですけど、実はハン君も、アニメで日本語を勉強しました。で、しかも、ハン君の場合は、アニメを多分何年も何年も好きでずーっと見ていたら、話せるようになってたっていうタイプなんですね。ハン君本当に日本語が上手なんですけど、ワーキングホリデーに行っていたっていうのもあって、日本語は上手なんですが、実はワーキングホリデーに行く前から、すごくペラペラに話せるようになってたんですよ。その理由がアニメでした。で、やっぱりアニメを見るだけだと漢字がわからなかったり、あとはところどころこう言葉遣いが違和感があったりとかはするかなと思うんですけど、一旦アニメでしっかりこう話せるようになってから、あとは日本人との会話の中で学んでいったり、漢字はそれこそ教科書で一生懸命勉強したりして、今はもう N1 を取ってしっかり日本のホテルで働いているので、アニメで日本語を勉強するっていうのもすごくいいのかなと思います。で、他にもアニメを通して日本語の音だったりリズムとか、あとイントネーション、他にも自然なリアクションとかをたくさん聞いていたので、会話の感覚がすごく身についているなと思います。例えば、なんでとか、マジでやばい。ちょっと待って、何してるのみたいな感じで、こういう短いリアクションって教科書だけだとなかなか身につきにくいんです。ただ私も普段舞ちゃんと一緒に会話動画上げてるんですけど、そういったものを聞いたり、アニメとかも、こう、会話をするシーンがたくさん出てくるじゃないですか。そういったところで、この会話の感覚ですね。センテンスを覚えるだけじゃなくて、その会話の感覚をこう身につけていくっていうのがすごく大事だなと思います。で、ハン君の場合はそういったところがもう身についていたので、こういう短いリアクションがすごく上手だったり、この耳が慣れているなっていう印象ですね。はい。なので、アニメから日本語を学ぶっていうのは私は大賛成です。ただ、アニメだけで日本語を学ぶと、ちょっと大変な部分もあるかなと思うので、いろんなものとこう掛け算する中で、アニメっていうものが一つあるのが一番いいんじゃないのかなと思います。ちなみに、アニメで学べることって日本語力だけではないんです。他にも、会話のテンポ感、テンポですね。とか、あとは感情の表現とか、あとはキャラクターごとの話し方によって日本のこう、性格による話し方の違いを知ることができたり、あとは日本の文化とか、学校生活とか、あとは友達同士の会話と先生との会話みたいな違いとかですね。そういったところを知ることができるかなと思ってます。で、もちろんアニメの強みっていうのが単語力を伸ばすところにもすごく役立つかなと思うんですね。で、日常系のアニメとかだと学校、家、友達、家族、食べ物、買い物みたいな日常で使う単語がたくさん出てきます。で、他にもバトル系なら、それこそこう悔しいとか、許せない、守る、信じる、逃げる、戦う、負けないみたいな、こういう言葉が出てきます。なので、単語力を伸ばすっていうところでは、アニメってすごくいいんじゃないかなと思います。
ただ、やっぱり注意も必要で、アニメの中では、お前を倒すとか、許さない、覚悟しろ、貴様とかっていうシーンがあるかなと思うんですけど、お前とか貴様って日常生活では全然使わないですし、友達に急に貴様何をしているとかって言っちゃうと、もうめちゃくちゃ、なんでそんな怒ってるのどうしたのってなっちゃうんですね。相手がびっくりしちゃいます。なので、もちろんアニメで勉強することもすごくいいんですけど、その中で、このニュアンスって何なんだろうみたいな、この人が使っている言葉のニュアンスみたいなところまでしっかり理解しに行こうとするっていうのがワンステップ、すごく大事になってくるかなと思います。ちなみに皆さん、聖地巡礼って知ってますか？聖地巡礼っていうのが、アニメや漫画のモデルになった場所、作品に関係する場所に実際に行くことなんですけど、例えばアニメに出てきた駅とか、学校、神社、街並み、海、坂道とかって、実際にあるところ、実際にこう日本のどこかにある景色がモデルになっていることがたくさんあるんですね。なので実はアニメを好きな人の中には、聖地巡礼って言って、その自分の好きなアニメに登場した場所に実際に行くっていうことを楽しむ人もいます。私も実は聖地巡礼をしたことがあります。崖の上のポニョっていう映画があったんですけど、その舞台が広島県にあるんですね。なので実際にそこの場所に行ってみたんですけど、作品の世界に入り込んだような気分になれる、すごくいい体験でした。日本語で作品の世界に入り込むってよく言うんですけど、これは実際にそのフレームの中に自分が入ったような気持ちになれるっていうことを表してます。作品の中に入り込むような気分になれてすごく嬉しかったです。実はそんな聖地が九州にもたくさんあります。私が今九州に住んでいるので、九州のアニメに関係する場所もお話ししたいなと思うんですが、皆さんワンピース多分ご存知じゃないかなと思うんですけど、ワンピースの作者、小田先生が実は熊本県出身なんですよ。で、ワンピースのキャラクターの銅像とかが熊本にはたくさんあって、ルフィの銅像とかも熊本のど真ん中にあるんですね。で、他にも、熊本県内には麦わらの一味の像がいろんな場所に点々としているので、それを全部回るっていうのも聖地巡礼の一つになるのかなと思います。そして、進撃の巨人の作者さんも実は、九州出身なんですね。大分県の日田市出身です。日田市には進撃の巨人に関係するスポットもあります。例えばなんですけど、JR、日本の電車の駅ですね。には、リヴァイ兵長の銅像があったりだとか、あとはダムがあるんですけど、ダムのところにはエレンとミカサとアルミンの銅像があります。で、このダムを壁に見立てているところが、進撃の巨人の世界観とつながっていて、ファンにはたまらない場所だと思います。日本語でこのたまらないっていう言葉があるんですけど、もうすごく嬉しい、最高みたいな意味で、ファンにはもうたまらない場所かなと思います。このアニメ×旅行ってめちゃくちゃ最高だなと思ってて、私もまだ実はやったことはないんです。ただ、今回この皆さんにお話しする内容を考えていた時に、これ私もやってみたいなって思いました。日本の旅行とか、実際に自分が行く旅行とかのテーマをアニメにするってやったことなかったんですよ。だいたい食べ物か観光地、ここに行きたいとかがテーマになってたんですけど、とか他にも温泉に入りたいとか、あとは美容目的とかだったんですけど、アニメを加えると一気に旅の楽しみ方が増えるなと思って。なので、ちょっと今度、どこかに旅行に行くときは、そこの場所に何かこうアニメの聖地がないのかなとかもいろいろ調べてから行ってみたいなと思います。私はアニメってただのエンタメではなくて、日本文化を知る入り口なのかなというふうに思っています。で、もちろんアニメの中の日本って少し大げさだったり、現実とは違うところもあるんですけど、でもそれでも日本語のこう音だったり、日本人の感情表現とか、あとは学校生活だったり、季節のイベントだったり、食べ物とか街並みとか人間関係とか距離感とか、そういったところを知るきっかけにもなってくれるのかなと思います。
そして、こうやってアニメから日本語を勉強したいとか、日本に行ってみたいとか、あとは日本人と話してみたい、日本の文化をもっと知りたいっていう風に思ってもらえるっていうことがすごく素敵なことだなと思っています。はい、ということで、今日は日本のアニメについてお話ししてみました。皆さんいかがでしたでしょうか？私はアニメってほんとただ楽しいだけじゃなくて、日本を知るきっかけになってくれたりだとか、日本語学習にもすごく役立つものかなって思っています。例えば単語とか、リスニングとか、会話のテンポとか、会話の感覚とか、あとは感情表現、日本の文化、学校生活など、たくさんのことを学べる機会になってくれるかなと思っています。で、アニメの言葉ってどうしても日常会話とは少し違う部分が多いので、そういったところは少し注意なんですけれども、やっぱりそれでも、自分が楽しい、面白いって思えるものから日本語を学ぶっていうのもすごく大事なことなのかなと思っています。はい。皆さん好きなアニメは何ですか？コメントでぜひぜひ好きなアニメとかキャラクターとか、他にも私にちょっとおすすめしたいアニメとかあったらぜひぜひコメントしていただけたら嬉しいです。はい。ということで今日のエピソードは以上になります。また次のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は再生速度から速度を落として聞いてみてください。他にも字幕をいろいろ用意しているので、ぜひそこから選んで最後まで一緒に楽しんでいってください。はい。ということで、今日なんですけど、私のキャリアについてお話をしていきたいなと思います。はい。ということで、皆さんにはまだ私が今までどんなお仕事をしていたか、あんまり話したことがなかったかなと思うんですけど、私、前は実は人材派遣会社に就職をしていました。人材派遣会社って何って急に思うかなって思うんですけど、人材派遣会社っていうのはどこかの会社に私たちの会社が人を紹介するんですね。働く人、アルバイトとか正社員とか、そういった方を紹介するお仕事をしていました。そこで私は海外の方をサポートする担当をしていました。で、特に多かったのが、ワーキングホリデーのビザを持った人たちに、お仕事を紹介するお仕事をしていました。私が働いていた会社では、リゾートバイトって言って、住み込みのお仕事を紹介する会社だったので、実際に観光地で、そこで寮を借りて住みながらお仕事をするっていうような求人を、実際にワーキングホリデーのビザを持つ方に紹介して、そこに行ってもらうっていうようなお仕事をしていました。で、例えばなんですけど、観光地のホテルとか旅館だったり、他にも冬はスキー場とか、あとは温泉地とか、他にも遊園地とか、そういった場所で働いてもらうようなお仕事でした。で、リゾートバイトってすごく人気なんですよ。で、理由は仕事と住む場所を一緒に同時に決めることができるからです。日本に来る前に仕事も家も決まるって、これかなり安心ですよね。なので、そういったところですごく海外の方にも人気なサービスの一つでした。で、私がなぜこの仕事を選んだのかなんですけど、実は私自身、海外に住む夢があったんです、昔から。で、大学生の時とかは留学も予定をしていたんですけど、コロナでキャンセルになってしまったんですね。留学に行けなかったんです。取り消しになってしまいました。で、もう本当にショックで、その時にやっぱり海外に住むってすごく大変なんだなっていうことも実感しました。で、だからこそ、その時、日本に住みたい海外の人をサポートできたらいいなっていうふうに思うようになりました。で、実際にそういったことができる会社を探す中で、前職、前勤めていた会社を見つけて就職しました。ですね。で、私の担当は西日本エリア。なので、九州から関西までを私担当していました。で、実はもう毎週出張に行くんですよ。出張っていうのは仕事でオフィスではなくて実際にその遠くの観光地とかに行くことなんですけど、私が紹介していたお仕事って全部観光地、リゾートバイトって観光地で働くお仕事なので、毎週のようにいろんな観光地に出張で行っていました。
で、西日本の観光地なんですけど、もう本当にいろんなところ行きました。関西も、中国地方も、四国も、九州も、たくさんのところに行けてすごく楽しかったですし、私自身、日本中、いろんなところに旅行に行った経験がなかったので、あ、こんなに綺麗な場所がまだまだたくさんあるんだっていう、私自身もいろいろな発見ができて、すごくいい経験になりました。で、実際に働いているスタッフさんとご飯に行ったりも実はしていたんですよ。で、その時にいろいろな悩みを聞いたんですね。例えばなんですけど、日本人しかいない環境で働く大変さだったりだとか、あとは教科書じゃないリアルな日本語ってすごく難しいとか、あとは N1 を持っていても会話に全然ついていけないとか、そういったところ、あとは日本の仕事の文化、これも難しいポイントの一つでした。で、例えばなんですけど、日本って空気を読むって皆さんご存知ですか？空気を読むって、実際にその誰かがこうしてっていうふうに言ってなくても、きっとこうしてほしいんだろうな、みたいな場面の空気を読んで行動するとか、よくあるのが、今度ここにご飯行かない？行けたら行く。この行けたら行くってあんまり行きたくない。乗り気じゃないんですね。ってなると、行こうよ行こうよって言っちゃうと、こっちの人が大変じゃないですか。なので、こっちの人が空気を読んで、わかった。また行けそうだったら教えてね、とかって言って、お互いに嫌な気持ちにならないように、会話をさらーっと流すこととかもあるんですけど、この空気を読むっていう文化だったり、もちろん敬語とか、あとはほうれん草って言って、報告、連絡、相談。この3つの言葉を略してほうれん草って言うんですけど、そういったところ、日本で働くときにこの文化を知らないと結構難しいこととか怒られちゃうこととかもあるんですね。で、他にもよく言うのが、10分前行動、5分前集合なんですけど、皆さんこれ聞いたことありますか？日本では、お仕事に行くときは10分前から動き始めて、5分前にはもう準備ができて、その場にいて、お仕事を開始できる状態にするみたいなのが大事っていう風にされているんですけど、この10分前行動、5分前集合みたいなところも、どうしても、なんでそんなことしなきゃいけないのみたいな文化のギャップが、結構難しい要因の一つになっていました。私、それを聞いたときに、これってそこの現場が悪いとか、そのスタッフさんが悪いとかではなくて、それを事前に学ぶ場所が少なすぎるなっていうふうに思いました。なので、実はこのチャンネルを始めたんです。リアルな日本語だったり、リアルな日本を皆さんに届けたいなっていうふうに思いました。で、やっぱり、まず一つ日本語の部分なんですけど、もう教科書だけじゃなくて、実際に使う日本語とか、日本のリアルな会話とか、そういうものを発信したいんですね。なんかやっぱり、せっかく日本に来たのに、教科書でいっぱい勉強して、日本語 N1 取って、やっと日本に来たのに、いざ日本人に囲まれて仕事を始めたら、全然わからないって、それすごく悔しいかなと思うんですよ。で、もちろんそういった場面に出会って、それでも頑張って乗り越えて、日本語を上達させるっていうのも一つ大事なことではあるんですが、私が前の会社でいろんなスタッフさんを紹介する中で、やっぱりそういった環境に耐えられなくて、2週間とかでやっぱり国に帰りますって言って、ワーキングホリデーを辞めて帰ってしまった方も実はたくさんいたんですね。だいたい30%くらいの方は途中で辞めてしまう方が多かったです。なので、やっぱりそういったところを見ていると、せっかく日本が好きで、日本に行きたいと思って、たくさん努力して頑張って来てくれたのに、それでいざ行ってみたら、日本人に囲まれて働くってこんなに大変だったんだっていうところに、気がついて日本が嫌になってしまうとかっていうのがすごく見ていて、私自身悔しかったです。なので、そういったことを防ぎたいだったり、そういったことが事前に学べたらすごくいいなっていうふうに思いました。なので、今後は私、旅行だけじゃなくて、日本で働くための情報みたいなところも発信していきたいなと思っています。例えばなんですけど、敬語にも種類があるんです。例えば上司の人と話す。上司って自分より上の先輩と話す時の敬語と接客敬語、サービスのお仕事で使う敬語って違ったりするんですよ。
なので、そういったところだったり、あとは日本ってメール打つのがすごく大変なんです。ビジネスメールってルールがたくさんあるんですよ。なので、そういったところだったりとか、他にも日本で仕事を見つけて働くまでの流れって何みたいなところ、ウェブサイトとかも載ってると思うんですけど、私は実際にそういった日本で働きたいワーキングホリデーのビザだけじゃなくて、実際に就職、正社員とかで就職する方の紹介も行っていたので、そういったところですね、日本のお仕事を見つけて働くまでの流れとかも紹介していけたらいいなと思っています。で、他にも日本で働くときに一つのハードルになるのが面接かなと思います。面接ってお仕事の前になんでここの会社で働きたいかだったり、そこに就職して私は何ができますみたいなことをアピールして、それで採用をもらえたら実際にその会社で働くことができるんですけど、その面接も実は日本人でもすごく難しいんです。その面接でしか使わないような言葉遣いとか単語とかもたくさんあって、実は日本人も面接はたくさん練習します。なので、そういったところもですね、私、面接の対策って言って、面接をどうやったらうまく乗り越えれるか、みたいなところも、何か皆さんに届ける方法がないのかなと、今考えているところです。で、今後なんですけど、ちょっとこれを見ている方限定で、ちょっと皆さんに情報を先に公開したいなと思うんですが、私今後メンバーシップを限定で出す予定です。今準備をしていて、2026年の冬、今年の冬リリース予定です。ですね。で、そのメンバーシップの中では、私のオリジナルの単語帳、毎週20単語ずつ覚えれる、ちょっとオリジナルの教材を用意しているので、そういったものだったり、他にも観光で使えるガイドブックとか、日本の観光地の紹介とか、そういったこの観光、日本で旅をしたい、旅行したい方向けのコンテンツだったり、他にも日本で本気で仕事をしたいとか、日本にワーキングホリデーを考えているとかっていう方に向けた、私が実際にワーキングホリデーだったり、日本で就職する人のサポートをしていた経験を生かしたコンテンツも考えています。他にもグループレッスンって言って、毎週1回皆さんに私が直接グループレッスンをしていきたいなと思っていて、そういったコンテンツも考えています。2026年の冬、だいたい11月、12月くらいを予定しているので、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。はい。ということで、今日は私の前のお仕事についてお話をしてみました。いかがでしたでしょうか？私は前職、海外の方の日本で働くっていうところのサポートをしていました。で、リゾートバイトっていう日本の観光地で住み込みでお仕事ができるものを紹介していたり、他にも正社員として日本に移住する方のお手伝いもしていました。で、リアルな日本語の難しさとか、実際に日本人に囲まれて働くことだったり、日本に住むこと、そういったところでたくさんの方が難しさを感じているっていうことも知りました。で、このチャンネルを始めるきっかけになったんですね。はい。皆さん日本で働いてみたい方とかっていますか？なんか不安なこととかありますか？私も自分の経験を生かして答えれることがあったら、ぜひぜひ答えていきたいなと思っているので、ぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、これからも、私、リアルな日本語、リアルな日本、リアルな文化、皆さんにお届けしていきたいなと思っています。知りたいこととか聞きたいことがあれば、ぜひぜひコメントからリクエスト送ってください。はい。ということで、また次のエピソードでお会いしましょう。またね。こんにちは。こんにちは。はるかです。まいです。今日はまいちゃんと一緒に福岡県の西陣商店街というところで食べ歩きをしてみたいと思います。商店街って皆さん聞いたことありますか？商店街っていうのは道にいろんなお店がずらーっと並んでいて、そこで食べ歩きができたり買い物ができたりするような場所のことを言います。それでは今日は一緒にまいちゃんと商店街を食べ歩きしていくので、ぜひその様子だったり雰囲気だったり楽しんでいってください。それでは行ってきます。皆さんちなみに食べ歩きってしたことありますか？日本って結構ね、観光地行ったら食べ歩きとかするよね。メインだよね、結構。そうそう、食べ歩きって食べる、歩くの2つの言葉がくっついた言葉なんですけど、食べ歩き、食べながら歩くっていうことです。で
で本当食べ歩きができるエリアってこう歩きながら食べやすいようなもの、串についてたり小さなまんじゅうだったりがたくさんあるんですね。はい、なので今日はその食べ歩きをしていきたいと思ってます。じゃあまず早速1軒目に行ってみます。まず私たちが行くのが宝楽まんじゅうっていう福岡でもね有名なおまんじゅう屋さんの一つなんですけど、そこにちょっと行ってみます。知らない。本当だ。イートインがあるんだ。ここイートインがありました。私知らなかった。見たらすごいクロワッサンのお店もある。それもいいな。すごい焼いてる。2つ味ある。どれあんこと白あん。本当だ。黒あん白あん。私は白が好きなの。私は絶対黒。粒あん派だからね私。そう結構日本では粒あん派、こしあん派っていうのがあるんですけど、あんこってね、こう粒々が残ってるやつとそれも全部こうペーストにしたこしあんっていうのがあって、それとは別に多分小豆じゃないよね、白あん。白い豆だよね。そう白い、なんだろうね、白いお豆、多分ちょっと写真これなんですけど、白あんって言って白いあんこもあります。で日本ではこれをなんか何々派みたいな風に自分はどっちが好きかを喋ることがたまにあるんですが、私は粒あん派で、まいちゃんが白あん派です。皆さん何派ですか？なんかそういうのってあるのかな、他の国とかであんこみたいね分かれるやつ。そうぜひぜひちょっとあったらコメントで教えてください。すごい。こんにちは。白あん一つと黒あん一つお願いします。まとめてよろしいですか？別の世代まとめてで大丈夫です。はい、1000円でお願いします。1000円お預かりいたします。はい。760円の換気です。はい。レシートはご利用ですか？レシート大丈夫です。はい。ありがとうございます。11の2個、上が白あんを用意しております。はい、ありがとうございます。早速食べ歩きなので、いただきます。熱々、めっちゃ美味しい。こんな感じ？黒と白。こんな感じで私たち食べ歩きをしてるんですけど、場所によってはね、商店街でも食べ歩きはしちゃダメ。お店で買ったらその近くで食べてゴミまで捨ててからまた歩いてくださいっていうところもあるので、はい、そこだけしっかり注意して、そういうところって大体注意書きとかしてあるので邪魔になっちゃうからダメですよって、そうなんでそういうところもしっかり見てみてください。めっちゃ美味しい。甘いね。めっちゃ美味しい。元気出るよね、甘いの食べたら。チャージ糖分チャージよく言うよね。糖分足りないとかよく日本の女の子同士かな、女の子同士の会話でこう疲れてくると頭がぼーっとするじゃないですか。そういう時に糖分足りないみたいなね、チョコレート欲しい。そう糖分足りてないってよく言いますせーの、ごちそうさまです。はい、美味しかった。めっちゃ美味しかった。宝楽まんじゅう1個120円なんですけど、めっちゃ安いよね。安い。しかももうたっぷり入ってるし、そうびっくりした。しかも全部焼きたて、ね、出来たてだったのでめっちゃ美味しかったです。おすすめ。さっき映してるよね。そうさっき見えるんですよ。もう外からね、列並んでたらすぐ見えます。でもこの西陣の商店街って多分福岡で一番大きい商店街なんだけど、日本人の人はね観光で結構来るけど、めちゃくちゃいるね。海外の人がほとんどいない、ね。なんだそんなに。福岡って言ったら博多、天神とかそこら辺が多分、中洲とかね。そうだね。屋台とかね。あっち行くと本当海外の方たくさんいらっしゃるんだけど、半分以上海外の人だよね、イメージ。そうだよね。まだまだ全然こう海外の人に見つかっていない。こうまだ隠れた観光地、そうね、穴場、穴場です。そう、穴場って言います。そういうところ、まだみんなに見つかっていない、素敵な場所のことを穴場って言うんですけど、ここは福岡の中でも穴場な商店街。そうですね。食べ歩きもできるし、ご飯屋さんもいっぱいでね、
美味しかったよね。今日お昼舞ちゃんと一緒に天丼を食べてきたんですけど天丼食べてるところもリールで今度載せようかなと思ってるので、はい、ちょっと見てみてくださいね。あ、お魚のお店なんだ。雰囲気いいよね。かわいいたぬきもおでんもある。ね。こんな感じでちょっと皆さんにお見せしようかな。ここもお寿司とか食べれるし、うん、本当だ。この感じで食べ歩きだけじゃなくていろんなお店もあってね。こっちは有名だしね。そう、王将美味しいよね。美味しい。あそこもう一個食べ歩きに行ってみたいと思います。こんにちは。春巻きも美味しそう。ごま団子。パイナップルケーキとかさ、本当だ。お餅とかさ。どれにしよう。これかな。これで。はい。これと。よいしょ。なるほど。お願いします。そうだね。私はパンダマンにしようかな。パンダマン？肉まんの方ね。じゃあ私もそれにしようか。さっき甘いの食べたからね。そうだね。しょっぱいの行きたいよね。ね。これにします。はい。可愛いな。かわいい。オッケー。行きますか。はい、お願いします。はい、これでお願いします。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。レシート大丈夫です。ありがとうございます。めっちゃ楽しみ。これかわいいね。あ、すごい自販機もある。パンダマンのセット。ね、こんな感じで外には自販機で買う場所もあるので、もしかしたらお店が閉店の時とかもね、買えるのかもしれないです。ランチメニューもああ、本当だ。ここランチもやってるみたい。めちゃくちゃ美味しそる。ね。なんか雰囲気もめっちゃ良かったよね。ここがパンダのご飯っていうお店ですね。めっちゃロゴかわいい。かわいいね、おすすめです。はい。こんな感じでパンダの肉まん買ってみました。かわいいじゃーん。めっちゃかわいいよね。はい1個240円。お、こんな感じです。いただきます。嬉しいしょっぱさ。あ、お肉がちゃんと入ってる。めっちゃ。目が外れた。目なくなっちゃったやつ。おいしい。食べ歩きってさ、いろんな場所でいろんなもの食べたいから、この大きさが嬉しいよね。このちっちゃい感じが。そうなんだよね。1個でお腹いっぱいになっちゃうとちょっと悲しいけど、食べ歩きはこういうのがいいですよね。サイズが大事。そう。次はこのお肉屋さんで揚げたてのコロッケとかメンチカツとかが食べれるみたいなので行ってみます。行ってみます。9時から夕方の6時45分までに行くと、頼んだら注文したら揚げたてを用意してくれる。そうだね。めっちゃいいよね。コロッケの種類がめっちゃあるよ。ね、和牛コロッケだけじゃなくてカニクリームコロッケ、肉じゃがコロッケ。かぼちゃコロッケもある。めっちゃ美味しそう。こんな感じでお肉屋さんなんですけど、コロッケとかの揚げ物も売ってる感じです。和牛コロッケ2つと、あと唐揚げを1つお願いします。はい。こちら店内でお揚げしますか？店内でお揚げしますか？お願いします。上がりましたら23番でお呼びいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この番号札をもらいました。多分注文して一旦まずはその料理を作ってもらって、でこの番号で呼ばれたらお会計をするみたいな流れかなと思います。はい、買ってきました。私とまいちゃんそれぞれ和牛コロッケを1つずつと、私はちょっと唐揚げも1個食べてみようかな。和牛コロッケが1つ200円で、唐揚げが1個100円だったかな。暑いかも。暑いかも。じゃあちょっと歩くか。暑いもだら揚げたてだからちょっとめちゃくちゃ熱々。お店で揚げてくれたんですよ。そうそう。
お店で本当頼んだらね、その頼んだ分だけをあげてくれるしかも感じ。唐揚げ1個がさ大きい。そう、びっくりしたよね。こんな感じ見えるかな。大きい。うん、これなんですよわ。かんないか。重たいもん1個、ねいただきます。熱いよ、気をつけて。やばい、美味しい。プリップリ、うんすごい。何これ、めっちゃ美味しい。うん熱っ。じゃあこっちで私はコロッケをいただこうかな。わこれも熱いんだよ絶対。うんめっちゃ熱い。コロッケをもう一点食べてみるんですけど、熱いです。い熱そう。いただきます。ただきます。おいしい。本当？衣がさ、薄くてさ、中身がもうたっぷり、ぎっしり入ってる。すごい。すごい。これで1個200円か。すごくない？すごい。めっちゃ安い。味がさもう何？和牛の味がすごい。お肉の味がするんだ。うん。すうんごい。いや、これはめっちゃおすすめかも。ね、やっぱお肉屋さんってすごいんだね。すごいよね。うんやっぱここは絶対行ってほしいかも。なんか日本って結構お肉屋さんがコロッケ売ってたり、うんメンチカツ売ってたりするよね。だけどやっぱお肉屋さんのお肉だから、ん美味しいのはもちろんなんだけど、ここはそれを揚げたてでくれるから、もっといいよねもっ。と美味しい。ねえ、ぜひぜひ食べてみてください。いやー美味しいこれ。うん。なんか揚げたてとか出来たてって言ってるけど、この揚げたて出来たてっていうのがもう揚げてすぐできてすぐのもののことで、結構パンとかも焼きたてって言ったり、食べ物じゃなくても言わない？付き合いたてとかさ。ね。めっちゃ使います。このなんか何々したて、私まだ仕事始めたてなんでとか、私も今 YouTube 始めて1ヶ月なんですけど、 YouTube は始めたてです、まだ。そうそうなのでまだいろいろ悩んだり迷ったりしながらやってるんですけど、始めたて、出来たて、揚げたて、これはめっちゃ使うよね。コロッケもいただきます。近っ美味しくない？甘いよね。何これ。中身ぎっしりじゃない？衣がほぼないじゃん。すごい。ね。じゃがいもの甘っ。美味しい。ごちそうさまでした。ねえ、皆さんの国でも食べ歩きとかってあるんですかね。なんか結構ね、韓国とかは食べ歩きする文化が日本みたいにそうあったから結構ミョンドンとかで食べ歩きはしたんだけど、他の国そういえば食べ歩きしてないなと思って。これも中国とかは？中国はしてないけど、でも台湾はあれ食べ歩きした。夜市とかさ。そうそうそう有名だよね。台湾ナイトマーケットでそれこそ食べ歩きできたけど、ベトナムとかどうだったんだろうな。なんか食べ歩きできるところに私が行ってないだけな気もする。それはあるね。そうそうタイもなんかさ、うんタイもそうだしフィリピンもそうだったけど、うんどちらかというとなんかこう夜市っていうかこうんのナイトマーケットっていうエリアが決まってて、うんうんうんそこになんかいろんな屋台みたいなのがあって、うんでも座る場所もあってそこで食べてねみたいなところが多かったイメージ。わかるわかるわかる。なんか屋外にテーブルとか椅子がいっぱい並んでて、なんかベトナムもだったこうやってるっていうよりはこうエリアが決まっててこの中でどうぞみたいな。そうだよね。私もベトナム行った時がなんかそんな感じ、うんその屋外にご飯屋さんもあるんだけど、うんその外で座って食べる、はいはいはい、食べ歩きとかではなくて、そうだよね。ただ1個あったなって思うのが、うバインミーっていうあーサンドイッチ、聞いたことあるそうそう、あれはなんか買ってそのまま食べながら歩いてもいけそうな感じではあった、うん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 雰囲気は。ホルモン大好きね私も大好き。ね。ホルモンってさ、そのレバーは私苦手なんだけど、私も。本当一緒、うんそうなんだ。ちょっとね、匂いというかね、なんか癖があって食感もさ、ちょっとなんか、何、ぐにょぐにょっていうかさぐにょぐにょパサパサするしね、火通したら。私もね、レバーは苦手。ね、
だけどホルモンうん腸とか、うんうんあとはハツ心臓とかはめっちゃ好き。あ、私も焼き鳥鳥やばいよね。焼き鳥って皆さん知ってますかね。多分日本でね結構イメージあるかなって思うんですけど、焼き鳥って実は鶏肉だけじゃなくて、野菜の串とか豚肉とか、あとはそのハツって言って心臓、鶏の心臓の、焼き鳥とかも有名なんですよ。で私たちはねハツがめっちゃ好きで、そうハツ美味しい。塩で食べる？タレで食べる？塩そうこれ焼き鳥もさっきのあんこ、そう粒あんこしあん白あん何派っていうのを話したんですけど、焼き鳥もめっちゃあります。まいちゃんはじゃあつくねはタレなんだ。つくねはタレでもつくねぐらいかも。あ、本当？つくねはタレで食べたい。なんなら月見つくねで食べたい。月見って皆さん知ってますか？月見っていうのがタレで食べるものに卵の黄身をこうつけて食べるのを月見。月っていうのが空に浮かんでる夜見える月があるんですけど、それを見る月見っていうのを日本ってやるんですね。そうそうそう。で多分卵の黄身が月みたいに見えるみたいなところから由来して、そうやって照り焼きとか。月見は結構月見ユッケとかあ、そうあるよいね。ろいろあるよね。月見なんだろう。月見つくでもねが一番見つるかもね。くねが一番多いかな。そうそう、月見ってよく使います。まいちゃんはそれが好きだから美味しいんです。つくねはタレ派。でもだってふるちゃん卵好きなのに月見つくね食べない。卵は好きなんだけど、そうだね、食べないね。あんまり食べないかも。この人卵大好きなんですよ。そうなんです、卵大好きでねね、1週間で多分12、3個は食べてる。1日2個ぐらい食べてるってことそうでしょ。でもね、これ国によって違うくない？なんかさ、どういうこと1日に何個卵食べていいよってお母さんに言われるってよくあるじゃん。あるね。私の家は1日1個まで、それ以上食べると体に悪いって言われてたけど、大人になってからは好きなだけ卵を今食べてるので毎週多分1日2個くらいのペースで食べてるんですね。だけど結構国によって卵何個までとかっていうのが、家によっても違うし、結構それって本当に食べ過ぎは体に良くないけど、多分あれだよね、節約のためだよね。そうだね、そうだね。体に悪いから食べちゃダメだよって言ってる。言ってるだけだよね。でも実際はこうお財布のために言ってるだけ。そういうのお母さんの知恵だよね。そう、私たち今行きたいパン屋さんがあって、ちょっとそのパン屋さんを探してるんですよね。そうそう、西陣にあって、多分もうちょい先かもね。もうちょい先かな。あ、すごい着物屋さんとか着物売ってるのかそうじゃない？な。ね振り袖ね。え、すごい、何あれ、人気柄コンテスト。ちょっとやってみようかな。やってみていいですか？これは柄がどれがいいかを。どれが好きな。なるほど。これ映してもいいですか？いいですよ。ありがとうございます。こんな感じ、めっちゃ綺麗。どれがいいかな。このこれつけんだ、シール。そうだね。これをつけていただきたい。じゃあつけます。わ、皆さんどれがいいですか？皆さんここが人気ある。あ、本当だ。してました。私も青だな。めっちゃ涼しいよね。そうです。つける？うん。じゃあ私の分もまいちゃんにつけてもらいます。はるちゃんの分はいね。はい。ということで、次今パン屋さんをね行きたいんだけど、そうです。探してます。パン屋さん探してます。この右側とかにありそう。そうだね。なんかちょっと路地に入ったところにあったよね。裏路地。そう、裏路地。裏路地って響きいいよね。ね、なんかおしゃれな感じがする。路地裏ベーカリーだもん、確か。あ、そうなんだ。そう、路地裏ベーカリーだった気がする。路地裏とか裏路地とかって言うんだけど、その路地っていうのがね、ちょっと建物の、あ、ここじゃないか。もう一個先かな。なんか建物と建物の間の細い道がいっぱいこうつながってるところが路地っていうんだけど、そういう路地の後ろ、本当見えないところなんだけど隠れ家みたいな感じで、本当は秘密基地みたいな雰囲気、いや、本当に。そうがまたいいよね。おしゃれだしね。そうそう、意外とそういうとこにね、いいお店があったりするんで。そうそうそう、いいよね。目立たないけど。そう、こじんまりとした、そう知る人ぞ知る。そうそう。うん知る人ぞ知る。それもやっぱ穴場だよね。うん。これ私たちが行きたかったパン屋さんなんだけど、開いてるかな。ちょっと行ってみようか。まだお店って開いてますか？あ、よかった。お願いします。じゃあまい
舞ちゃんにお願いしようかな。どれにしようかな。あ、めっちゃ美味しそう。路地裏メロンパンだってあ、ここのオリジナルかな。ねどうしようかな。このフリュイって美味しそうフリュイ初めて聞いた。クリームチーズが入ってんだデンマークのパンだって。うんうんどうしようかな。クリームチーズ。ちょっとハン君にもお土産を買いたいから。私はこれがいいうん。私はこれと、これうん。これとメロンパン買ってってやつかな。これ。ありがとう。あとフリュイも。ねうん。美味しそうだよねね、美味しそう。オッケー。じゃあレジ行きました。はいお願いします。軽量のレジ袋をご入り用ですか？大丈夫かな？大丈夫あ、1枚もらってもいいですか？はい、かしこまります。合計4点とレジ袋で合わせまして1198円でございます。はい、ペイペイでお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。全部美味しそうだよね。めっちゃ袋かわいいね。お待たせいたしました。ありがとうございます。じゃーん、購入しました。おしゃれ、めちゃくちゃこんな感じのところでパン買いましたね。ここずっと気になってた場所だったから、そうそう、よかった来れて。まだそこのさうん、気にならんいいよ、ちょっと入ってみようか。いやー、かわいい。雰囲気めっちゃいい。もう閉まっちゃってるわあ、本当だ、コーヒー屋さんとかもあるんだね。すごい。上なんだすごい。小説とか絵本とかが。こっちかも。入ってみる？すごいかもしれないいいよ、入ってみよう。すごい。本当だすごいね漫画もあるし絵本もあるしすごい昔ながらの雰囲気の。はい、こんな感じで今日はまいちゃんと一緒に商店街で食べ歩きをしてみました。いかがでしたでしょうか？なんかね、いろいろお店もあったんだけど、実際にそうやって揚げてもらって揚げたてを食べるお店とか、こんなちっちゃい肉まんとかあったと思うんですけど、食べ歩きっていうのはいろんなものを食べるのが楽しみのメインなので、そうやっていろんなものがたくさん食べられるように全部がね、ちょうどいいサイズで置いてあることが多いです。今日全部で多分1人600円いかないよね。500いくらかな、めちゃくちゃ安かった。でここまだ海外の方も全然まだ見つけてないような穴場な商店街なので、もし福岡来ることがあったらぜひぜひ西陣って調べてみてください。超おすすめです。はい、ということで次回のエピソードなんですが、次回はちょっとまいちゃんと一緒にさっきパン屋さんで買ったパンを食べながらちょっとお話をしようかなと思っています。はい、またぜひ次回のエピソードも楽しみにしていてください。はい、ということで今日のエピソードは以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。
こんにちは、はるかです。まいです。はい、ということで皆さん、今日まいちゃんとまたコラボ企画をさせてもらってます。皆さん、前回の商店街の食べ歩きの動画見ていただけましたか？まいちゃんと一緒に福岡県にある西陣の商店街に行ってきました。で、そこでちょっと食べ歩きをしたんですけど、ちょっと食べ過ぎたよね。お腹いっぱい。そうそう。日本の商店街って、その食べ歩きをするっていうのは楽しみ方の一つになっているので、結構いろんなものが食べれるように、全部ちょうどいいサイズ、ちょっとちっちゃめのサイズで安く、いろんな種類が食べれるようになっていることが多いんですね。なので私たちもね、いろいろ食べて、ちょっともうお腹いっぱいなんだけど、一個一個がね、ちっちゃいから、もう一個食べるかってなって、歩いてるとね、見つけちゃって、あれも食べたいってなっちゃうんだよね。こんなのもあるんだとか、そう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 甘いの食べて、しょっぱいのいって、そうそうそう甘いのいって。ループしてたよね。そうそうそう。で、結局、ついつい食べ過ぎちゃうそうそうそうみたいなことがあって、うんだいぶお腹いっぱいになったね。うんはいですね。もうぜひぜひ、興味がある方とか、まだ見てない方、ぜひぜひ、前回の動画見てみてください。はい、ということで、今回なんですけど、またまいちゃんと一緒にポッドキャストを撮っていければと思います。で、テーマなんですけど、実は私たち、最近、ダブルデートに行ってきました。ダブルデートって皆さんご存知ですか？ダブルデートっていうのが、2組のカップルで一緒に遊びに行くことを言います。で、私たちね、この間ダブルデートをしてきました。めっちゃ楽しかった。楽しかったね。ねえ。でも、まいちゃんはダブルデート初めてだったんだよね。そう、初めて人生で一回もやったことなくて、そどうだった？う。いや、楽しかったけど、ちょっと変な感じはするかな。やっぱり、いつもね、2人で喋ってる感じと、自分も多分違うそうだよね。違う人がいるからね。うん彼氏もちょっと違う感じだったし、それが面白かったのもあるかも。そうだよね。なんか私は逆にダブルデート結構好きで、いろんな友達とダブルデートするんだけど、やっぱ面白いよね。毎回さ、なんかちょっとこう彼氏同士の気まずい感じ、最初の。そうね。はじめましてみたいな感じの見るのも楽しいし、でもやっぱりこの小学校とか中学校から私たち一緒でした。で、そこで付き合ってずっと今まで付き合ってるんですとかだと、共通の友達が多いんですけど、私とハン君とかは大人になってから出会ってるので、やっぱり共通の知り合いが少なくて、なのでやっぱ共通の友達がいるとちょっと安心するなっていうのもあって、はい、ダブルデートを今回したんですけど、もうね、ハン君とマイちゃんの彼氏の最初の初めましてが、もうめっちゃ面白かった。本当になんかね、どうもっていう感じがちょっとこっちから見てて笑っちゃったよね。そうそうそう。気まずそう。そうでもね、なんか打ち解けるの早かったよね。結構早かったと思う。ね、なんかハン君とそのマイちゃんの彼氏が同じ趣味があったりとかしてね、それで結構早めに仲良くなって、ね、途中からね、楽しくお話。そうだね。ね、びっくりした。めっちゃ早かったよね。はい、そんな感じでした。で、私たち今回ダブルデートは、雨が降っちゃったんですよ。そうなんですよ。前回のコラボ企画見ていただけたらわかるんですが、私たち雨女なんですね。そう、雨女っていうのが、こう、楽しみにしていたイベントとかが毎回雨になっちゃう人のことを言います。自称ね。自称雨女なんだけど、今回もダブルデートめっちゃ楽しみにしてたのに、前日雨だったし。前日は晴れだったんだよ。そうだ。前日は晴れてて、ダブルデートの日だけ雨降って、また次の日晴れたんだよね。本当にね。ね、びっくりしたよね。もう本当に結構ザーザー降りだったよね。本当に。ダブルデートの日だけ雨が降っちゃって、じゃあカラオケ行こっかってなって、カラオケに行ってきました。カラオケどんくらいいたんだろう？7時間ぐらいいたかも。やっぱそんくらいだよね。お昼ご飯もカラオケで食べたもんね。そうだね。お昼ご飯の時間からもう夜までずっとカラオケで。はい。ただ歌ってばっかりってよりかは、半分は歌って半分は喋ってみたいな感じで楽しく遊びました。お互いね、彼氏同士が初めましてだったから、喋る時間も結構あったよね。知るためにというかさ。そう。しかもさ、まいちゃんの彼氏が韓国に興味があるってことで、ハン君は韓国出身だったので、いろいろおすすめとかね。いろいろ教えてもらって、すごい嬉しそうだった。ね、辛い食べ物も辛くない食べ物とかおすすめしたりとか、すごい楽しかったね、あれね。皆さんってちなみに日本のカラオケって行ったことありますか？で、日本のカラオケって、実は食べ物もね、めちゃくちゃあって、私も実は、カラオケでちゃんとご飯食べるのって初めてだったんです。いつもポテトチップスとか、ね、ポテトフライとか、簡単なおやつは食べてたけど、
あんながっつり食べたことある？いや、あんまりないかも。だって、はるちゃんは何食べたっけ？私はね、なんかホットドッグ。ああ、そうだそうだ。私はジャージャー麺食べたんですけうんうど、んうん。めちゃくちゃ美味しいんですよ、普通に。そう、びっくりしたよね、ね。クオリティ高いと思って。あ、こんなに美味しいんだって思って。うんうんうんで、しかもそんなに高くない。そうそうそう。ねえ、びっくりした。だから、なんかそんな感じで、うん。ちょっとお昼ご飯も食べたり、あと、そう、ポテトフライの、食べ放題をね、したんですよ。そこのカラオケがね、うん一人400円とかで、うん。ずっとポテトが食べ放題だったので、何人分だろ結構おかわりしたね。ね5回ぐらい頼んだ気がするう。もん。そうだよね。うん全部2人前くらいで頼んだから、うんうんうん。多分そうだね。 10人前くらい食べてる。食べてる4かも人で。うん食べ過ぎ。めっちゃ食べてる。うんそうそう。そんな感じで。日本って前、焼肉のエピソードでもお話ししたんですけど、焼肉の時もだったけど、日本ってさ、食べ放題多くない？多いかもね。しゃぶしゃぶとかもあるし。うん。あと焼肉もだし、たまにさ、スイーツの食べ放題もあるじゃん。ケーキの。あるね。とか、あとピザとか、うんお寿司とか、天ぷらと確かにか。あるね。なので、そんな感じで食べ放題が多いんですけど、カラオケでもね、うんポテトの食べ放題をしてきました。とか、あとは日本のカラオケって基本的にドリンクバーが無料だったりとかするので、そこもね、もう飲み物は飲み放題だったので、そうだね。で、7時間もうどっぷり遊んで、ずーっと喋って歌ってって感じだったよね。めちゃくちゃ楽しかった。はい。もうやっぱりそのダブルデートってさ、なんて言うんだろう。こう共通の趣味とかがあると一気に盛り上がるというか話題が。だから意外とね、なんか最初だけ緊張して、あとはもう全然ずっと楽しい。そうだね。そうそうか。またね、どっか行きたいよね。なんかしたいのある？なんだろう。なんかでも、せっかくだから次は外に出たいなとも思うけど、この間さ、話に出たのはさ、スポッチャだったよね。行ってみないって。出たね。スポッチャ行きたいよね。スポッチャって皆さん聞いたことありますか？スポッチャっていうのが日本にね、いっぱいあるんだけど、その、大きな建物の中でいろんなスポーツとかいろんなゲームを楽しむことができる場所のことを言います。1日4000円くらいかな。かな。ね、で、なんか1日何時間とかで遊ぶことができるんですけど、だいたいもうバスケ、バレーとか野球もできるし、あとはアーチェリーとか、あとはマリオカートとかね。ね、あと太鼓の達人って皆さん知ってますか？その太鼓の達人とかも全部無料で遊ぶことができる場所があって、そこにね、行きたいよね。ね。言ってたね。私たちがめっちゃスポーツが好きなんですよ。そうなんです。私はずっとバレエとバスケをしていたんですが、まいちゃんは何だったっけ？ダンスとテニスをずっとしてたので、スポーツ少女だよね。そうだよね、スポーツ少女です。で、逆に彼氏たちは、スポーツはあまり、そこまで、得意ですってほどではないので、はい、ちょっとぜひ一緒に行ってね、コテンパンにしてこようかなと、思います。思います。ね、スポッチャみたいなね、海外にもなんかそういう場所ってありますか？日本は結構田舎の方はないんだけど、まあ大体都会のところにはスポッチャあるかな。あるね。でもさ、スポッチャってさ、あれかな、ラウンドワンそうだね。の中に入ってる？多分そうだね。スポッチャっていう名前ではないよね。ラウンドワンっていうボーリングのお店だよね、もともとが。なんだけど、そこが大きい施設だけはスポッチャって言って、そういういろんなことができるアミューズメント施設が併設されているような場所があって、めっちゃ楽しいです。久しぶりに行きたい。行きたいよね。はい。ちょっと彼氏を説得しなきゃいけない。ね、お互いに。そうそう、説得って言ってね、なんかこれをするのをいいよって言ってもらうために、頑張って、そうそう、おすすめして、楽しいんだよっていうのを伝えて、一緒に行こう、いいよって言ってもらう。で、一緒に行ってコテンパンにするんだよね。そうそうそう。楽しみです。はいですね。とか、あとね、釣りとかもしたいよね。そうだね。舞ちゃんの彼氏がね、釣りがすごいんだよね。釣りが大好きで、魚も大好きで、いろんなこと知ってるから多分いろいろ教えてくれる。ねえ、楽しみ。私とハン君はすごい釣りやってみたいとは話すけど、あんまり知識もないので、ぜひぜひちょっと彼氏に教えてもらって、
舞ちゃんはね、本読んでるかな、その間は。いいんだよ、喋ってるから。ねえ、うんそうそう。でも釣りも興味あるけどね。ねえでもやっぱなんか、特別な知識が必要そうな感じがしちゃう。わかる道具も買わなきゃいけなかったりとか、場所もさ、多分選ばないと全然釣れなかったりするじゃん。そうだよね。それを調べたりするのがめんどくさいから、いいやわってなっちゃうけど、教えてくれる人がいるならやりたいかも。かるわかるわかる。なんかね、やっぱ好きな人がさ、釣りとかを、一人いたらさ、教えてもらいながらやりたいなって感じ。そうそうそうんうん。だって釣り竿とかもさ、どれ買ったらいいんだろうって正直。う。わかんないよね。ね、わかんないよね。うんそうそう。なんで釣りもちょっとやりたいなと。そうだね。雨降りそうだね。雨じゃない日を狙そって、うぜひ行きたいですね。ねえ、ほんと今日私たち久しぶりに晴れた。本当に。そうなんです。奇跡。ね、私たちここ多分何回か撮影をね、うん外でしようってしてるんだよね。そう。で、全部毎回雨で、しかも本当に前日は晴れてて、その日だけ雨っていうのがもう何回も続いちゃって。本当に4、そう。 5回続いたかな。続いてる。しかも予定を立てるときは晴れ予報の日を選んでるんですよ。そう。なのに直前になると雨予報に変わるんですよ。そう。これが雨女。そうそうそう本当に。雨を呼んでしまうんですね。はい。もしちょっと皆さん同じ方いたらコメントしてください。ぜひ仲間です。仲間が欲しい。はい。てかね、この間ね、私たちちょっと実はダンスを一緒にね、してきたんですよ。そうだ。そう、皆さんダンスとかってしますか？私はダンスほぼ未経験で、体育祭って言って、学校生活の時に運動会だよね。こう、大きなスポーツのイベントがあるんですけど、そこで、こう、ダンスをね、踊ったりとかは結構あるんですが、それ以外こう、ちゃんと教わったりとか、ちゃんとかっこいいダンスとかをしたことがなくて、で、逆に舞ちゃんはね、ダンスを何年やったのかな？でも、そうだね。小学生の時に3、4年やってて、高校でも3年くらいやってたかな。すごいですよね。飛び飛びでね、ブランクあるけど。なので、舞ちゃんにちょっと教えてもらいながら、一緒にダンスをしてきました。楽しかったね。楽しかったよね。あれもね、雨降ってたね。そうだね。そうだね。そうそう。でも、雨の中、遊ぶことってあんまりできないから、室内でできる楽しいこととかもね、ああやって見つけていきたいなと思いました。そうね。でもダンスやってみたんだけど、思ったより、なんて言うんだろうな、難しいんだけど、覚えたりするの楽しくて。踊れてたよね。そうなんですよ。踊れてたみたいなんです。私は自分で見ると、結局なんか振り付けが覚えれてるってだけですごい上手に踊れてるってわけではないんですけど、一旦その30秒、40秒くらいのところを全部覚えれたっていうのがすごい嬉しくて。すごいよね。しかも、スタジオ2時間撮ってて、1時間も経たずに振り全部覚えてたよね。そうだね。あとはずっと頑張って練習して。頑張って練習してた。いや、びっくりしました。だから、自分も、ちょっと正直行く前は、できるとは思ってたけど、でも心の中では半分、全部覚えれるかなみたいな。不安だよね。そうそう、覚えれたところだけ、めっちゃ頑張ろうってくらいで言ってたんだけど、実際、ちゃんと最後まで覚えることができて、そう、すごい達成感。嬉しかった。そうね。だからまたやりたい。もうずっと言ってるんです。ずっともうまた行こうまた行こうって言ってくるんですよ。そうそう、もう次踊る曲はね、決まったから。決まった。そう。ちょっとあとは日程を合わせて、ね、一緒にちょっとダンスをしてこようかな。どうせまた雨が降るんで。そう、どうせ雨の日を狙ってスタジオに行って。全然ね、室内で楽しく遊びましょう。はいですね。そんな感じで、この間からね、ずっと遊んでます。会いすぎだよね。ね、1週間に3回？多分だって、ダブルデートしたのが一昨日とかじゃない？一昨日だね。で、その2日前ぐらいにダンス行ってるんですよ。そう。だから本当に会いすぎてるんですよ、ここ。ちょっとやばいですよね。もう高校生みたいな。そう、本当に。そう、女子高生みたいな。また明後日ね、みたいな感じでバイバイってしてるから。そう、次いつ会うんだっけみたいな。そう。すごいちょっと会いすぎてるね。ねえ、本当だよ。大人になってからさ、こんなに友達と会うことってあんまなくない？ない。ねいや、だから嬉しいよ、逆に。ね、そうだよね。ね、お互い私たち福岡出身とかじゃないから、福岡県の中にね、友達が少なくて。そう、学生時代の友達とかがあんまりいないから、なんか友達って言ったらもう連絡をして、この日会おうねって決めて、そこを楽しみにするみたいな。もうなんなら半年先とか3ヶ月先の予定を立てて、みたいなのが普通じゃん、大人になったら。もう全然だよね。全然だよね。もう、嬉しいです。ここまで来ると。いや、本当に学校生活戻ったみたいで。そう。なんか心がさ、若返る。いや、そう。わかる？この感覚。だってもうバイバイの時に、普通の友達だったら、また今度ね、また今度会おうね、バイバイみたいな。
たいな感じなのに、私たちまた明後日じゃあねそうそうそう。毎回もう次が決まってるから。そうそうそうじゃあねって言ってじゃあ終わりまたって。軽い軽いよね。なんかほんと学校でさ、じゃあまた明日ね、バイバイみたい本当にな、そノリだよね。うんそうそうそう。そう若返るなんですい心が。いよね若返る懐とかってね、うん使うかな？かしいあんまね使わないかもねね、なんか若返るって、まあ、うん心とか、あと体とか、うんうん顔とかね、うんに使うんだけど、今の年齢よりも昔、もっと若く見えるような顔つきになった時とかに若返ったとかって言うし、心が若返るっていうのも、なんかこう大人になってきて、うんなんか外に出るの億劫だなとか、うんうん退屈だなとかって思うようになったけど、うんまた舞ちゃんと出会って、また遊びに行こうみたいな感じで思える、なんかうん高校生とかの時の気持ちに戻っている時がこう若返るっていう風に言うんですね。うんうん結構ね、こういうのキーワードとして出てくるよね、そう会話で。だね確かに確かにそうそう、若返りの秘訣とはとか。うんうんうんそうそう、そういう風に使います。若返る。うんね、本当に心がね、若々しくなっちゃう。うん本当にうんうんうん。楽しいよねだからね楽しいよね。うんね。今日もね、商店街で食べ歩きとかしたり。そうそうそう、んんなんかお互いね福岡をまだ全然知らないからなんか行ってみたい場所もねあったりとかして、次はここ行こうみたいな話もできるしそうそうそう。うんいろいろね、行きたいところはあるんだけど、うん一人で行くっていうのがちょっとハードル高かったり、そうねでも、こう、彼氏といきなり最初から行くっていうよりかは、うんなんか友達と行きたい場所もあるじゃん。うんあるあるね、うんだから、なんかやっぱこう、友達が一人福岡にいるっていうのがもう、うんすごい恵まれてる。心強いしね私、大阪に住んでた時とかは、うんやっぱり友達、うんその学生時代の友達とかはいなくてうんもちろん。だからこう、休日一人で過ごすこととかの方が多くうんて、だったんだけど、もう福岡来てからあんまり一人で過ごす休日がない。びっくりしてる。そうね確かにしかもさ大人になってここまで仲良くなれる友達も珍しいなって思う、うんうんうん。なんか仕事で私たちもともと仕事仲間だからなんだろうプライベートでね会ってるわけじゃないのに、ここまで仲良くなってるのも幸せだなってそうだ思うよね。ね本当に。んやっぱ相性かな。何なんだろうね。何でも話すもんね恋愛のことも話すし、そうだねプライベートのことも話すし、なんか昔のこととかそうそうそう。何でも話す友達ってなんか意外と学生時代にできた友達以外あんまりいないなっていうそうだよね。うんだし、欲しくてできるものでもないというかそうそうね。そうそうあるから、なんかほんとソウルメイトみたいな感じで。なんかやっぱり、あ、出会えるんだっていう風ねえな。関係ないんだねうんうんうん。うんめちゃくちゃ嬉しかった。うんうん。ですね。はい。っていう感じで今日は舞ちゃんと一緒にポッドキャスト撮ってみました。いかがでしたか？ダブルデートとかってね、どうなんだろう？前のね、二人で一緒に撮った時も、ダブルデートってこう海外にあるのかなって思ったんだけど、話したねダブルデートって、やっぱりこう、なんて言うんだろうな、それを逆にしたくないっていう人もいるからね、そうあれなんだねけど、私はそれがすごく好きだから、ぜひぜひなんかこう皆さん、興味がある方とかにはダブルデートやってみてほしいなと思います。ぜひぜひ楽しかったです。うんうんうん。ですね。皆さんなんか他になんか日本の恋愛事情とこう海外の恋愛事情を比較したときに、こうなんだとか思うことありますか？ね、なんかぜひぜひそこら辺も聞いてみたい。こっちも私たちも知りたいですね私たちもね、なんかそこら辺一緒に話をしていったりとかしてみたいなと思うので、ぜひぜひ何かあったらコメントで教えてください。はい。ということで、今から私たちは一緒にさっきの商店街で買ったパンを食べていこうと思います。楽しみはい。ですね。またね、まいちゃんとは、はい、本当にいっぱいあってるので、そうですねはい、たくさんコラボをしていくかなと思います。はい、ということで、まいちゃんのインスタグラムのリンクも概要欄に貼ってます。ぜひぜひちょっとそこから見てみてください。お願いします最近ね、ストーリーで1分ラジオだっけ、すごいなんか日本語を本当に教えるっていうところに、今力を入れていて、正直私日本人だけど、日本人の私でも勉強になるんですよ。なので、そう、すごいと思って、あ、そうやって使うんだ、確かに、みたいな。すごい勉強になるので、ぜひぜひ気になる方見てみてください。はい、ということで、今日のポッドキャスト以上になります。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。またねこんにちは、はるかです。まいです。はい、ということで今日もまたまいちゃんに登場してもらいました。はい。もう準レギュラーみたいになってますね。いや、本当に本当に。
まいちゃん皆さんもよく知ってるかなと思うんですけど、私のお友達で一緒に福岡で住んでいるんですけど、一緒に福岡で住んでる違うよね。同棲してる。同棲してない同じ福岡に住んでいるお友達です。で、インスタグラムも概要欄に載せているんですが、インスタグラムを通して日本語を発信していたり、あとはオンラインコーチとしてね、日本語を教えているお友達になります。お願いします。お願いします。ということで、今日なんですが、まいちゃんと一緒に若者が使う口癖っていうのを皆さんにシェアしていければいいなと思うんですけど、私たちはまだ若者でいいんだよね。若者かな若者か。そういうことにするか。ギリギリ若者でいいんだよね。そう、日本の10代、20代がよく使う口癖っていうのを皆さんにシェアをしていければいいなと思います。はい。はい。ということで、じゃあ早速なんですけど、一つ目は、〇〇くないっていう言葉なんですけど。〇〇くないはい。例えば、何か可愛いものを見たときに、それめっちゃ可愛くないとか。そうそう。めっちゃ使うね。ねえ、だよね。だから何か美味しいものを食べたときに、これめっちゃ美味しくないとか。言うわ。めっちゃ言うわ。これめっちゃ使うんですよ。皆さんどんな意味かわかりますか？この〇〇くないっていうのは、相手に何か強く共感を求めているときに使う言葉になります。例えばこのめっちゃ可愛くないとかは、これすごい可愛いよねってもう相手にって言わせるために聞いてる。そうだね、そうだね。そうそう、共感を求めてるので、可愛いよね、美味しいよね、みたいな風な意味になります。でもさ、美味しいよねとかあんま言わないよね。言わないね。美味しくないって言うよね。これ美味しくないね、可愛くないっていう風に。なんでなんだろうね。なんなんだろうね。でもこれって結構若い人が使うね、言葉だから、若い子の中でちょっとスラングみたいにもう浸透している言葉かなと。そうそう思います。で、この可愛くない美味しくないとかの〇〇くないっていう言葉、使い方に注意があって、しっかり可愛くない美味しくないって、ちょっとわざとらしくあげないと、美味しくない、可愛くないって否定になっちゃうんですね。そうね、文法はね、否定文と同じだからね。そう。なので、もうめっちゃわざとらしくあげてください。美味しくない確かに。可愛くないみたいな風に、どこまでもわざとらしくして OK です。なので、ちょっとでもこう下がっちゃったりするとね、美味しくない、可愛くないになっちゃうので、注意してください。で、これ、例えば、美味しくないって言われた時に、どうやって返すかなんですけど、じゃあ、こう、何か食べました。これめっちゃ美味しくないわかる。だよね。そうそう。わかるとか、あとは、だよねとか、めっちゃ美味しいとか。もう一回同じこと言ったりね。そうそうそう。みたいな風にして返します。で、これはもう正直めちゃくちゃ使うよね。使う。でもこれさ、思ったんだけど、敬語をつけても使うよね。美味しくないですかとかも使うよね。だから、なんかレッスンとかそれこそ結構使ってる人もいるかも。やっぱそうなんだ。美味しそうじゃないですかとか教えたことあるかも。これ結構難しいよね。なんか否定文みたいに聞こえちゃうけど、これは相手に、美味しいですよね、可愛いですよねって聞いてるものになるので、ちょっと多分最初使うときは違和感があるかもしれない。そうだね。イントネーションがだいぶ大事になってくるからね。そうそう。これめっちゃ美味しくないですかとか。めっちゃ可愛くないですかとか。っていう風に使います。はい。ですね。皆さんもぜひぜひちょっと使ってみてほしいなと思いますし、ぜひ失敗を恐れずに、全然これ美味しくない可愛くないとか、否定文になっちゃったとしても、可愛くないってこととかって聞かれたら、いや、可愛いってことって言い直せば、大丈夫、そう、問題がないので、ぜひぜひちょっと失敗を恐れずやってみてください。ですね。そしたら次、二つ目なんですけど、これは、待ってです。確かに。そう。これ皆さん、よくわかんないかなと思うんですけど、日本人って、美味しいもの食べた時も、可愛いものを見た時も、かっこいい人を見つけた時も、面白いものを見た時も、絶対に、待ってって最初言うことが。なぜかね。そう。なんなんだろうね。誰も待たせてないのにさ。そう。なんか誰も別に待ってもらってるわけではないんだけど、待ってこれめっちゃ美味しくない言う。そう。さっきの美味しくないって言い方あったと思うんですけど、待ってと一緒に使うことが結構多いんですよ。ねこれ何なんだろうね。わかんないけど、なんかさ、一旦こっちに注目を集めたいみたいな感じじゃない？待って、ちょっと注目してみたいな感じじゃない？ちょっと注目みたいな感じで、待ってこれめっちゃ可愛くない？一回見てみたいな感じで。そう。この、待ってとか他にも、
えって言葉。え、使うね。そう、え、かわいい。うんえ、めっちゃいいとか。みたいな風に日本人の若い子って結構、えとか、え、待ってとかを使うんですよ。で、これって結構、なんて言うんだろうな、会話を積み重ねないと、難しいよね。そう、慣れてこない部分。だけど、これが使えると、もうめちゃくちゃネイティブに近いというか、確かに確かに。すごい自然だし、この若い子の日本語にめっちゃ近づく。そうかもそうかも。よくあるのがね、やばいとか、めっちゃとか、めちゃくちゃとか、若い子の言葉でよく聞くと思うんだけど、結構実はそこじゃなくて、それはもう標準装備。そうだね。え、待ってとか。なんかつなぎ言葉みたいな感じだよね。え、待ってって。そう。リアクションの一つみたいな感じだよね。てかさ、みたいな、なんかそう、なんていうのちょっとなんだろうね。なんだろうね。難しいんですよ、これ。でも、難しい。なんか、びっくりした時とか、何かを強調していたい時に、え、かわいいとか、え、待って、これめっちゃ美味しくないとか、みたいな風に、使うね。まあ、強調する時とかかな、に結構使います。なんか、注目って感じ、本当に。そうね。そうそう、かなっていう風に使います。そしたら次3つ目なんですけど、3つ目は、え、〇〇なんだけど。また A 出てきたけど。そう。この A はめっちゃ使う、本当に。若い子たちみんな A って絶対言うからね。そう、使いがち。なんですけど、このなんだけどって、文の途中で終わってる、ちょっと気持ち悪い文章ではあるんだけど、日本人ってこれめっちゃ使います。え、使うね。これめっちゃ美味しいんだけど。さっきの美味しくないとの違いはなんだ？美味しくないは、結構共感を本当に強く求めてるんだけど、美味しいんだけど、はどっちかというとなんか、めっちゃ美味しいじゃん、これ。みたいな、独り言に近い。そうね、確かに独り言に近いね。反応してもらえなくても別にいいけど、すごく美味しいことを自分で実感したいみたいな感じだよね。そう。美味しいってことだけは言いたい。みたいな時に、ほんと自分発信。さっきのは、こう、相手から返ってくるものまでを期待して、美味しくないを言ってるけど、美味しいんだけど、はどっちかというともう、この一方通行で OK。そうだね、そうだね。確かに。そう。なので、え、これめっちゃ美味しいんだけど、とか、え、これめっちゃ可愛いんだけど、とか、っていう風に、〇〇なんだけどっていう風に、途中でね、終わらせることがあります。これも、私たちとかね、普段の会話だと、やばいんだけど、とか。言うね。聞いて、ちょっとやばくないこれマジ、ちょっとやばいんだけど、一回聞いてって。言う。だって今あそこにさ、子供がいるじゃん。めっちゃ可愛いんだけどっていう。ああ、言うね。めっちゃ可愛いんだけど、わかるみたいなね。めっちゃ可愛いんだけどって言ったら、そう、わかるとか、だよねとか、やばいとか。めっちゃ可愛い。可愛い、走ってる。そう、実は今日私たち公園で撮影をしていて、ちょっとこうやって、日向ぼっこって皆さんわかるかな？ね、公園とか、そういう広いところで、太陽の光を浴びながら、ちょっとこう、のんびりすることを日向ぼっこっていう風に言います。で、ちょっと私たち暑くてね、木の下、影に隠れてるんですけど、ちょっとのんびりここでお休みしながら撮影をしてます。今日暑いよね。暑いよね。5月。5月だよね、まだ。ね、今5月なんですけど、中旬だね。暑い。28度だって今日。めっちゃ暑いね。そうだよね。びっくりした。天気予報見てさ、服変えたもんね。だよね。今日もう夏みたいになっちゃってる。そうね、前はね、まだこんな5月って涼しかったんだけど。そうだよね。年々暑くなってるよね。温暖化が。やばいんだけど。やばいんだけど。暑すぎるんだけど。そう。あ、この〇〇すぎるも日本人使うかも。ああ、使うかもね。暑すぎる。暑すぎる。美味しすぎる。なんか全部混ぜたらやばくない？え、待って。美味しすぎるんだけど。でも言うよね。言う、めっちゃ言う。え、待って、これめっちゃ可愛すぎるんだけど。え、これ待って、やばくない？ほら、〇〇くないも使う。使うわ。そう、もう全部一気に使うかもね。もう詰め合わせみたいな。ちょっとこれ、本当に、ちょっとギャルっぽい言い方にもなるけど。女の子の方が使う？そうかもね。男の子よりは女の子が、これめっちゃ可愛くない？やばすぎるんだけど。女子トークでよく聞くね、それね。そうそうそう。なので結構女の子よりの言葉遣いかなと思うんですけど、でもなんか結構男の子でも、なんとかじゃねみたいな。あ、じゃねってするかも。〇〇くないと一緒な意味なんだけど、これうまくねとか。ああ、言うね。可愛くねとか。可愛くねとか。今日めっちゃ天気よくねとか言うよね。が、〇〇くないの男の子バージョンそうね。かなって思います。でも私たちはちょっと女の子同士なので、めっちゃ、そうね。そう、女の子の若い子が使う言葉なんですけど、そう。
美味しすぎるとか、うん今日みたいな日は、暑すぎるとか、暑すぎる。やばいよねってうん使います。使いはい。ますね。ですね。で、こんな暑い日によく使うのが、次、うん4つ目なんですけど、うんしんどい。しんどいね。しんどい。うんしんどいって結構元々の意味としては、疲れたとか、大変だみたいな時に、しんどいみたいなのをよく使うんですけど、それ以外にも日本人は暑くて、うわ、しんど、めっちゃ暑いやん、みたいな。とか、美味しいもの食べた時も、しんどい、これ、めっちゃうまいわ。何なんだろうね、それ。ねプラスの、なんかさ、そもそもマイナスの意味じゃん。そうだね体調が悪くて今日はしんどいですとか、なんかマイナスのイメージあるけど、なぜか若者ってさ、ちょっとプラスの意味の時に使うよね、一緒に。なんなんだろうね。面白い時も、いや、しんどい、しんどい。なんかさ、めっちゃ笑い転げて、もうなんか、過呼吸になりそうな時に、しんどいみたいな、言わない？そう、使う。やばい、めっちゃしんどいって、それって。そう、これは、何なんだろう。でも、結構若い子の言葉遣いって、なんか、この辞書的な意味とかとは全く違う使い方をしたりする。そうだね。から、しんどいっていうのも、そのネガティブな意味ではあるんだけど、日本の若い子、特に本当女の子たちは、それを美味しいって意味にも使うし、可愛いって時も使うし、かっこいい推しを見た時に、しんどい。めっちゃかっこいい。やばい。みたいな風に。なんか、あれかな。胸が、そう、胸がしんどい感じ。締め付けられるっていうか、ちょっと恋をしてるみたいな感じ？そうだね。みたいな時、そう、風に使います。しんどい。結構これも若い子特有の言い回しなんですけど、結構これもね、使えると面白いかなって思います。そしたら最後5つ目なんですけど、5つ目なんだったっけ？はい、じゃあ最後5つ目なんですけど、5つ目は、てかさです。てかさ、なんとかだよね、とか。てかさ、ここ行きたくない？言う、めっちゃ言う。そう、てかさっていうのが、その口癖のパート1の動画でも、ていうかっていうのを皆さんにシェアしたかなと思うんですけど、それの若い子版もう意味は全く一緒です。ていうかさ、なんかていうかみたいなのは、その会話を切り替えるとき、なんかこう二人でお話ししてるときに、っていうかお腹空かないみたいな風に、会話を切り替えるときに使うような言葉なんですけど、それを若い子たちは、てかさ、言うね。めっちゃ言うね。っていう風に使います。てかさ、今日暑くないとか。なんか若い子ってめっちゃ話題変わるよね、そう、めっちゃ早いよね。さっきまでご飯の話してたのに、もう今恋バナになってる。そう。全部てかさ、てかさ、みたいな感じでさ、どんどん変わっていく。あれめっちゃ早いよね。そう、自分もその会話に入ってればね、最初からついていけるけど、途中から入るとさ、結構やばくない？確かに。だよね。それはそうかも。てかさって。私たちとかもよく二人でご飯とか食べてたら、これめっちゃ美味しくないとか言って喋ってて、てかさ、こないだのデートどうだったんとか。めっちゃ言うわ。はるちゃんよく使ってる。そう、私がめっちゃ使うと思う、これ。てかさ、こないだのデート、楽しかった？どこ行ったん？言ってる。ね。だから私は結構方言があるので、どこ行ったんとか、そう、最後にんがつくことが多いんですけど、何したんとか。言ってる。っていう風に、てかさを使って、なんか、てかさ、どこ行ったのとか、てかさ、最近何してたのとか、っていう風に聞くことが多いです。てかさ、もう結構使いやすくない？多分。使いやすいね。てか、さを抜いてさ、てかだけでも使うね。てかめっちゃこれ美味しくないとか。確かに使う。てかさ、のさはもう考えてる時間だからね。そう。てかさ、I'm thinking って感じ。そう。てかさ、こうだよね、みたいな感じ。もう言うこと決まってて、の時は、てか、これ、みたいな。もうすぐだよね。てか、なんちゃらっていうよね。てかこうじゃないみたいな感じに使います。これもめっちゃ便利だし、これって結構若い子言葉に近づける一歩というか、すごいなんかこう自然な日本語というか、で、私たち日常会話では使わないじゃん？そうだね。そう。というか、なんとかですよね、みたいなのって、すごいフォーマルな場面になっちゃうので、逆にそういうのをこうカジュアルな場面で使うと不自然になっちゃうんですけど、なのでその TPO って言うんですけど、この時とか場所とか人とか、その状況とかに合わせた日本語を使うっていうのも、自然な日本語を使うための一歩かなと思うので、もし若い子同士で話す機会があった時とか、オンラインコーチの先生とかとね、喋る時とかは、ぜひてかさとか使ってみてほしい。ぜひぜひ。そうですね。
っていう感じ。ちなみになんだけど、まいちゃんとかは今オンラインコーチ教えてるじゃん。で、なんかその教科書で使う言葉をもちろん教えるんだろうけど、それ以外にもなんかリアルなネイティブはこういうみたいなのも教えてたりするの？教えるね。まあ、なんだろう、レベルによるけど、なんだろう、レベルで言ったら、N3 とか、N2、JLPT でいう N3、N2 くらいになると、やっぱり話せはするけど、ちょっと教科書日本語だったり、JLPT の勉強を真面目にしてるからこそ、すごく硬い表現になったりするっていう人が多くて、でも実際はそういう喋り方はしなくてね、みたいな話は、そのレベルの生徒さんだと毎回出てくるかな。やっぱそうだよね。やっぱりこう教科書でまず日本語を学ぶっていうのが絶対第一歩。絶対にそうなんだけど、だんだんそれが慣れてくると、それが適切な場面と適切じゃない場面が出てきたり、あとは教科書の日本語ってこう文章にすると綺麗だけど、言葉で使うと、話し言葉で使うと違和感が出てきたりするようになってくるじゃん。そうそうそう。だからやっぱ自然な日本語を話すって、英語もそうだけどさ、教科書とかってさ、How are you? って聞かれたら I'm fine, thank you, and you? って言うじゃん。言うね。もう一択だもんね。そう。それだけ。I'm fine, thank you, and you? までがセットなんだけど、それって、なんていうの、ネイティブが使う自然な英語からはちょっとかけ離れてる、みたいなのと同じで、どうしても教科書って、まずはこれを覚えましょう。だけど、実際それを使うかっていうとそうじゃなくて、その文法を使ったりとかして、もっと自然な言い方こっちにある。みたいになるから、なんかやっぱそういうのを勉強するってなると、日本人の先生とか、お友達とかとの会話が一番になってくるかなって。大事だと思う。なのでね、こんな私たちの動画、今もすごいもう、めちゃくちゃナチュラルに会話してるんだけど、ぜひぜひなんか一回で聞いて全部がわからなくても、最初は速度を落として聞いてみるとか、こう何回も繰り返し聞いてみるとか、最初は字幕ありで見てみて、その後は字幕なしで聞いてとか、ぜひぜひそういった風に使ってみてほしいなと思います。あとなんか真似してもいいよね。この動画を見ながら、私の生徒さんですごくいい復習方法をしてる人がいるんだけど、必ず毎回動画を上げてるんですよ。で、そうすると必ず次のレッスンまでに前の動画を見てくれて、それで、私がおすすめしたのは、自分の話しているところを見て、うまく言えなかったところとかを、こう、ピックアップして言えるようにしましょうみたいな復習の仕方をお勧めしたんだけど、そうじゃなくて本人自分で考えて、私が喋ってるところを真似して話してるみたいで練習して。そう、私それは言ってないのね、別に。だし、なんだろう、私のことを見てっていうのもなんか微妙かなって思って言えてなかったんだけど、舞さんのやつを喋り方とか、口癖とか、見て練習してますって言ってて、すごいなって思って、でもすごく伸びが早いんですよ、やっぱり。ネイティブをそのまま真似するって、やっぱ大事なんだなって思って、ぜひこの動画も多分すごく使えると思うので、やってみてほしいかも。何回も見て。やっぱさ、思うけどさ、やっぱり失敗を恐れずに、真似してどんどんアウトプットする人って伸びが本当に早い。全然違う。だよね。私ももともと、舞ちゃんもだけどさ、お互い語学を勉強してる身じゃん。やっぱり、こう最初恥ずかしかったり、緊張とかで、アウトプットっていうのが難しかったりするんだけど、いざアウトプット始めると、急に伸びる。で、自分でも実感する。から、やっぱり失敗を恐れないとか、最初は全然不自然になっちゃってもいいっていうのを、もっともっとこう自分の中に落とし込んで、どんどんこう真似してアウトプットしてをやってほしいなって思います。やっぱ早いよね、やっぱ早いね。それでちょっと、まあ間違えてるわけじゃなくて、ちょっとニュアンス違うよとかって言ったら、やっぱその場で直すんですよね、そういう人って。あ、じゃあもう一回言いますね、みたいな感じで、その場で、後で言いますとか、ノート取りますとかじゃなくて、その場でもう一回言うんで、ちょっと待ってくださいって言って、そのまま直して、OK ですって言って、それを自分でもその後また復習するみたいな。すごいな。やっぱね、すごいなって思う。なんかこっちまで勉強させられるよね、そこから。勉強の仕方を勉強させてもらってる、生徒さんから。やっぱりさ、こう、英語でこうやったら勉強できたから、日本語もこうって同じにはならないじゃん。だからさ、やっぱり日本語勉強してる生徒さんから教わることってめっちゃ多いよね。めっちゃ多いね。すごいね。そうそう、舞ちゃんってめちゃくちゃ実は人気な先生で、嬉しい。なかなかね、こう予約とかが取れない先生だったりするかもしれないんですけど、ぜひぜひ舞ちゃんのインスタグラム概要欄に載せてるんですけど、そこからこうオンラインのこうマンツーマンレッスンとかも予約できたり、あとはね、メンバーシップ
始まってるよね。そう、最近始めました、メンバーシップ。ちょっとぜひぜひメンバーシップについてお話ししてください。なんか今のところ、インスタのストーリーとか、リール動画でいろいろ文法のなんか解説とか、あとは私が勝手に一人で喋ってるラジオみたいなのを載っけてるんですけど、あんま字幕をそれあえて載っけてなくて、リスニングチャレンジみたいな感じで、でもそれを真似したい人が多分いるので、それのスクリプトをメンバーシップ限定で配布してたりとか、あと文法のそのリール動画の例文集、結局、なんだろう、例えば、さっき言ってた、〇〇じゃないとか、なんかくないとかも、いっぱい例文があった方が分かりやすいから、それをメンバーシップで配ってたりとか、あと、勝手にこの間とかは、買い物行ったんだけど、スーパーに。その買ったもの全部取って、めっちゃいいね。スーパーこんな感じですみたいな、納豆とかラーメンとか買ったの全部リアルに映して動画にして、めっちゃいい。恥ずかしかった。けど、そうね、なんか日常みたいなのとか、そう、今これやってますみたいなのも結構載っけてて、これからもいろいろ考えてはいる。めっちゃいいね。そう、なんかまいちゃんのそのメンバーシップとかもなんですけど、さっきの文法って言ったんですが、やっぱり文法を学ぶって、さっき言ったアウトプットしながら学ぶのがやっぱ一番身につきやすいので、スクリプトとかをもらって、その実際にまいちゃんが言ってる言い方を真似しながら喋るとかをすると、その喋り方が口が覚えてくれるというか、こう口の筋肉がね、勝手に覚えてくれるようになったり、あとはその発音が上手になったりとかするので、ぜひぜひこうまいちゃんのメンシップ、はい、ちょっとチェックしてみてください。チェックしてください。すごいいい勉強になると思うので、はい、やってみてください。はい。ということで、今日の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか？まいちゃんの動画、まいちゃんとのコラボ動画、すごい好評で。嬉しいです。これからもね、一緒にいろいろ撮っていきたいなと思います。お願いします。まいちゃんのインスタグラム概要欄に貼ってあるので、ぜひぜひチェックしてみてください。実は、今回のトピックも、前の動画で、コメントでリクエストいただいたトピックなんだよね。そうだったんだ。そう。ぜひぜひ、トピックとかもリクエストいただいたら、順番に撮っていけたらいいなと思うので、はい、お待ちしてます。はい、ということで、また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。またね。こんにちは、はるかです。まいです。はい、ということで皆さん、今日まいちゃんとまたコラボ企画をさせてもらってます。皆さん、前回の商店街の食べ歩きの動画見ていただけましたか？まいちゃんと一緒に福岡県にある西陣の商店街に行ってきました。で、そこでちょっと食べ歩きをしたんですけど、ちょっと食べ過ぎたよね。お腹いっぱい。そうそう。日本の商店街って、その食べ歩きをするっていうのは楽しみ方の一つになっているので、結構いろんなものが食べれるように、全部ちょうどいいサイズ、ちょっとちっちゃめのサイズで安く、いろんな種類が食べれるようになっていることが多いんですね。なので私たちもね、いろいろ食べて、ちょっともうお腹いっぱいなんだけど、一個一個がね、ちっちゃいから、もう一個食べるかってなって、歩いてるとね、見つけちゃって、あれも食べたいってなっちゃうんだよね。こんなのもあるんだとか、甘いの食べて、しょっぱいのいって、甘いのいって。ループしてたよね。そうそうそう。で、結局、ついつい食べ過ぎちゃうみたいなことがあって、だいぶお腹いっぱいになったね。はいですね。もうぜひぜひ、興味がある方とか、まだ見てない方、ぜひぜひ、前回の動画見てみてください。はい、ということで、今回なんですけど、またまいちゃんと一緒にポッドキャストを撮っていければと思います。で、テーマなんですけど、実は私たち、最近、ダブルデートに行ってきました。ダブルデートって皆さんご存知ですか？ダブルデートっていうのが、2組のカップルで一緒に遊びに行くことを言います。で、私たちね、この間ダブルデートをしてきました。めっちゃ楽しかった。楽しかったね。ねえ。でも、まいちゃんはダブルデート初めてだったんだよね。そう、初めて人生で一回もやったことなくて、そう。どうだった？いや、楽しかったけど、ちょっと変な感じはするかな。やっぱり、いつもね、2人で喋ってる感じと、自分も多分違うそうだよね。違う人がいるからね。彼氏もちょっと違う感じだったし、それが面白かったのもあるかも。そうだよね。なんか私は逆にダブルデート結構好きで、いろんな友達とダブルデートするんだけど、やっぱ面白いよね。毎回さ、なんかちょっとこう彼氏同士の気まずい感じ、最初の。そうね。はじめましてみたいな感じを見るのも楽しいし、でもやっぱりこの小学校とか中学校から私たち一緒でした。で、そこで付き合ってずっと今まで付き合ってるんですとかだと、共通の友達が多いんですけど、私とハン君とかは大人になってから出会ってるので、やっぱり共通の知り合いが少なくて、なのでやっぱ共通の友達がいるとちょっと安心するなっていうのもあって、はい、ダブルデートを今回したんですけど、もうね、
ハン君と舞ちゃんの彼氏のうん最初の初めましてそうが、そうそうそう。もうめっちゃ面白かった。本当になんかねね、えどうもーっていうあ感じがちょっとこっちから見てて笑っちゃったよね。そうそうそう。あー、気まずそそううって。そう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 。でもね、なんか打ち解けるの早結かったよね。構早かったと思ねう。うん。なんかハン君とその舞ちゃんの彼氏が同じ趣味があったりとかしてね、それで結構早めに仲良くなっうんうて、ん、ね途中からね楽しくおそうだ話ね。ねびっくりした、めっちゃ早かったよね。うん。はい、そんな感じでした。で私たち今回ダブルデートはうん雨が降っちゃったんですよ。そうなんですはい。よ。前回のコラボ企画見ていただけたらわかるんですが、私たち雨女なんですね。そう、雨女っていうのが、こう、楽しみにしていたイベントとかが毎回雨になっちゃう人のことを言います。自称ね。自称雨女うんなんだけど、今回もダブルデートめっちゃ楽しみにしてたのに、前日雨だったし、じゃあ前日は晴れだったんだよ。そうだ、前日は晴れてて、うんダブルデートの日だけ雨降って、また次の日晴れたんだよね本。当にね。ね、びっくりしたよ何なんだろうね。もう本当に結構ザーザー降りだっうん、たよね本。当に。うん。ダブルデートの日だけ雨が降っちゃって、じゃあカラオケ行こっかってなって、うんうんうんカラオケに行ってきました。カラオケどんくらいいたんだろ7時間ぐらいいたかも。う？やっぱそんくらいおだよね。昼ご飯もカラオケで食べたもんね。そうだね。うんうんお昼ご飯の時間からもう夜までずっとカラオケで、はい。まあ、ただ歌ってばっかりっていうよりかは、うん半分は歌って半分は喋ってみたいな感じで楽しくそうね遊びました。うんうん、お互いね彼氏同士が初めましてだったかそうら喋る時間も結構あったよね、うんうんうん知るためにというかさそうそうそう。うんしかもさ、舞ちゃんの彼氏が、韓国に興味があるってことで、うんうんうんハン君は韓国出身だったので、いろいろおすすめとかね、いろいろ教えてもらってそうそうそうすごい嬉しそうだった、ね、うん辛い食べ物も辛くない食べ物とかうんうんうんおすすめしたりとか、うんすごい楽しかったね、あれね。うんうん皆さんってちなみに日本のカラオケって行ったことありますか？で、日本のカラオケって、実は食べ物もね、めちゃくちゃあって、いやある、私も実はカラオケでちゃんとご飯食べるのって初めてうんだったんです。いつもポテトチップスとか、うんうんうんね、ポテトフライとか、うん簡単なおやつは食べてたけうんど、うんあんながっつり食べたことある？いやあんまりないかもだって、はるちゃんは何食べたっけ？私はね、なんかホットドッグ。ああそうだうんそうだ、私はジャージャー麺食べたんですけど、うんうんうん。めちゃくちゃ美味しいんですよ普通にそう、びっくりしたよねね。クオリティ高いと思って、あ、こんなに美味しいんだって思って。うんうんうんで、しかも、そんなに高くない。そうそうそうねえ、びっくりした。だから、なんかそんな感じで、うんちょっとお昼ご飯も食べたり、あと、そう、ポテトフライの、食べ放題をね、したんですよ。そこのカラオケがね、うん一人400円とかで、うんずっとポテトが食べ放題だったので、何人分だろ結構おかわりしたねね5回ぐらい頼んだ気がするう。もんそうだよね。うん全部2人前くらいで頼んだから、うんうんうん多分そうだね10人前くらい食べてる。4食べてるかも人で。うん食べ過ぎ。めっちゃ食べてる、うんそうそう。そんな感じで。日本って前、焼肉のエピソードでもお話ししたんですけど、焼肉の時もだったけど、日本ってさ、食べ放題多くない？多いかもねしゃぶしゃぶとかもあるしうんあと焼肉もだし、うんたまにさ、スイーツの食べ放題もあるじゃん。うんケーキの、あるねとか、あとピザとか、うんお寿司とか、天ぷらと確にか。あるねうんうんうん。なので、そんな感じで食べ放題が多いんですけど、カラオケでもね、うんポテトの食べ放題をしてきました。とか、あとは日本のカラオケって基本的にドリンクバーが無料だったりうんとかするので、そこもね、もう飲み物は飲み放題だったので、そうだねで、7時間もうどっぷり遊んで、ずーっと喋って歌ってって感じだったよねめちゃくちゃ楽しかうんった。はい。もうやっぱりそのダブルデートってさ、うんなんて言うんだろう。こう共通の趣味とかがあると一気に盛り上がるというか話題が。だから意外とね、なんか最初だけ緊張して、あとはもう全然ずっと楽しい。そうだねそうそうか。またね、どっか行きたいよね。うんなんかしたいのある？なんだろうなんかでもうん。せっかくだから次は外に出たいなとも思うけど、このうんうん間さ、話に出たのはさ、スポッチャだったよね。あ行ってみないって。出たね。スポッチャ行きたいよね。うんうんうんスポッチャって皆さん聞いたことありますか？スポッチャっていうのが日本にね、いっぱいあるんだけど、大きな建物の中でいろんなスポーツとかいろんなゲームを楽しむことができる場所のことを言います。1日4000円くらいかな。かなね、うんで、なんか1日何時間とかで遊ぶことができるんですけど、大体もうバスケ、バレーとか野球もできるし、
あとはアーチェリーとか、あとはマリオカートとかね。ね、あと太鼓の達人って皆さん知ってますか？その太鼓の達人とかも全部無料で遊ぶことができる場所があって、そこにね、行きたいよね。ね。言ってたね。私たちがめっちゃスポーツが好きなんですよ。そうなんです。私はずっとバレエとバスケをしていたんですが、まいちゃんは何だったっけ？ダンスとテニスをずっとしてたので、スポーツ少女だよね。そうだよね、スポーツ少女です。で、逆に彼氏たちは、スポーツはあまり、まあ、そこまで、得意ですってほどではないので、はい、ちょっとぜひ一緒に行ってね、コテンパンにしてこようかなと、思います。思います。ね、スポッチャみたいなね、海外にもなんかそういう場所ってありますか？日本は結構田舎の方はないんだけど、まあ大体都会のところにはスポッチャあるかな。あるね。でもさ、スポッチャってさ、あれかな、ラウンドワンそうだね。の中に入ってる？多分そうだね。スポッチャっていう名前ではないよね。ラウンドワンっていうボーリングのお店だよね、もともとが。なんだけど、そこが大きい施設だけはスポッチャって言って、そういういろんなことができるアミューズメント施設が併設されているような場所があって、めっちゃ楽しいです。久しぶりに行きたい。行きたいよね。はい。ちょっと彼氏を説得しなきゃいけない。ね、お互いに。そうそう、説得って言ってね、なんかこれをするのをいいよって言ってもらうために、頑張って、そうそう、おすすめして、楽しいんだよっていうのを伝えて、一緒に行こう、いいよって言ってもらう。で、一緒に行ってコテンパンにするんだよね。そうそうそう。楽しみです。はいですね。だからあとね、釣りとかもしたいよね。そうだね。舞ちゃんの彼氏がね、釣りがすごいんだよね。釣りが大好きで、魚も大好きで、いろんなこと知ってるから多分いろいろ教えてくれる。ねえ、楽しみ。私とハン君はすごい釣りやってみたいとは話すけど、あんまり知識もないので、ぜひぜひちょっと彼氏に教えてもらって。舞ちゃんはね、本読んでるかな、その間は。いいんだよ、喋ってるから。ねえ、そうそう。でも釣りも興味あるけどね。でもやっぱなんか、特別な知識が必要そうな感じがしちゃう。道具も買わなきゃいけなかったりとか、場所もさ、多分選ばないと全然釣れなかったりするじゃん。そうだよね。それを調べたりするのがめんどくさいから、いいやってなっちゃうけど、教えてくれる人がいるならやりたいかも。わかるわかるわかる。なんかね、やっぱ好きな人がさ、釣りとかを、一人いたらさ、教えてもらいながらやりたいなって感じ。そうそうそう。だって釣り竿とかもさ、どれ買ったらいいんだろうって正直。わかんないよね。ね、わかんないよね。そうそう。なんで釣りもちょっとやりたいなと。そうだね。雨降りそうだね。雨じゃない日を狙ってぜひ行きたいですね。ねえ、ほんと今日私たち久しぶりに晴れた。本当に。そうなんです。奇跡。ね、私たちここ多分何回か撮影をね、外でしようってしてるんだよね。そう。で、毎回雨で、しかも本当に前日は晴れてて、その日だけ雨っていうのがもう何回も続いちゃって。本当にそう。4、5回続いたかな。続いてる。しかも予定を立てるときは晴れ予報の日を選んでるんですよ。そう。なのに直前になると雨予報に変わるんですよ。そう。これが雨女。そうそう。雨を呼んでしまうんですね。はい。もしちょっと皆さん同じ方いたらコメントしてください。ぜひ仲間です。仲間が欲しい。はい。てかね、この間ね、私たちちょっと実はダンスを一緒にね、してきたんですよ。そうだ。そう、皆さんダンスとかってしますか？私はダンスほぼ未経験で、体育祭って言って、学校生活の時に運動会だよね。こう、大きなスポーツのイベントがあるんですけど、そこでこう、ダンスをね、踊ったりとかは結構あるんですが、それ以外こう、ちゃんと教わったりとか、ちゃんとかっこいいダンスとかをしたことがなくて、で、逆に舞ちゃんはね、ダンスを何年やったのかな？でも、そうだね、小学生の時に3、4年やってて、高校でも3年くらいやってたかな。すごいですよね。飛び飛びでね、ブランクあるけど。なので、舞ちゃんにちょっと教えてもらいながら、一緒にダンスをしてきました。楽しかったね。楽しかったよね。あれもね、雨降ってたね。そうだね。そうだね。そうそう。でも、雨の中、遊ぶことってあんまりできないから、室内でできる楽しいこととかもね、ああやって見つけていきたいなと思いました。そうね。でも、ダンスやってみたんだけど、思ったより、なんて言うんだろうな、難しいんだけど、覚えたりするの楽しくて。踊れてたよね。そうなんですよ。踊れてたみたいなんです。私は自分で見ると、まあ、結局なんか振り付け
が覚えれてるってだけですごい上手に踊れてるってわけではないんですけど、一旦その30秒、40秒くらいのところを全部覚えれたっていうのがすごい嬉しくて。すごいよね。しかも、スタジオ2時間撮ってて、1時間も経たずに振り全部覚えてたよね。あ、そうだね。確かね。あとはずっと頑張って練習して。頑張って練習してた。いや、びっくりしました。だから、自分も、ちょっと正直行く前は、できるとは思ってたけど、でも心の中では半分、全部覚えれるかなみたいな。不安だよね。そうそう、覚えれたところだけ、めっちゃ頑張ろうってくらいで言ってたんだけど、実際、ちゃんと最後まで覚えることができて、そう、すごい達成感。嬉しかった。そうね。だからまたやりたい。もうずっと言ってるんです。ずっともうまた行こう、また行こうって言ってくるんですよ。そうそう、もう次踊る曲はね、決まったから。決まった。そう。ちょっとあとは日程を合わせて、ね、一緒にちょっとダンスをしてこようかな。どうせまた雨が降るんで、そう、どうせ雨の日を狙ってスタジオに行って。全然ね、室内で楽しく遊びましょう。はいですね。そんな感じで、この間からね、ずっと遊んでます。会いすぎだよね。ね、1週間に3回多分だって、ダブルデートしたのが一昨日とかじゃない？一昨日だね。で、その2日前ぐらいにダンス行ってるんですよ。そう。だから本当に会いすぎてるんですよ、ここ。ちょっとやばいですよね。もう高校生みたいな。そう、本当に。そう、女子高生みたいな。また明後日ね、みたいな感じでバイバイってしてるから。そう、次いつ会うんだっけみたいな。そう。すごいちょっと会いすぎてるね。ねえ、本当だよ。大人になってからさ、こんなに友達と会うことってあんまなくない？ない。ねいや、だから嬉しいよ、逆に。ね、そうだよね。ね、お互い私たち福岡出身とかじゃないから、福岡県の中にね、友達が少なくて。そう、学生時代の友達とかがあんまりいないから、なんか友達って言ったらもう連絡をして、この日会おうねって決めて、そこを楽しみにするみたいな。もうなんなら半年先とか3ヶ月先の予定を立てて、みたいなのが普通じゃん、大人になったら。もう全然だよね。全然だよね。もう、嬉しいです。ここまで来ると。いや、本当に学校生活戻ったみたいで。そう。なんか心がさ、若返る。いや、そう。わかるこの感覚。だってもうバイバイの時に、普通の友達だったら、また今度ね、また今度会おうね、バイバイみたいな感じなのに、私たち、また明後日。じゃあね。そう。毎回もう次が決まってるから。じゃあねって言って。終わりって。軽い。軽いよね。なんか本当学校でさ、じゃあまた明日ね、バイバイみたいな、ノリだよね。そう。若返る心が。若返るとかってね、使うかな？あんま使わないかもね。ね、なんか若返るって、心とか、あと体とか、顔とかね、に使うんだけど、今の年齢よりも昔、もっと若く見えるような顔つきになった時とかに若返ったとかって言うし、心が若返るっていうのも、なんかこう大人になってきて、なんか外に出るの億劫だなとか、退屈だなとかって思うようになったけど、また舞ちゃんと出会って、また遊びに行こうみたいな感じで思える、なんか高校生とかの時の気持ちに戻っている時がこう若返るっていう風に言うんですね。結構ね、こういうのキーワードとして出てくるよね、会話で。確かに。そう、若返りの秘訣とはとか。そういう風に使います。若返る。ね、本当に心がね、若々しくなっちゃう。本当に。楽しいよね、だからね。楽しいよね。今日もね、商店街で食べ歩きとかしたり。そう。なんかお互いね、福岡をまだ全然知らないから、なんか行ってみたい場所もね、あったりとかして、次はここ行こうみたいな話もできるし。いろいろね、行きたいところはあるんだけど、一人で行くっていうのがちょっとハードル高かったり。そうね。でも、こう、彼氏といきなり最初から行くっていうよりかは、なんか友達と行きたい場所もあるじゃん。ある。ね、だから、なんかやっぱこう、友達が一人福岡にいるっていうのがもう、すごい恵まれてる。心強いしね。私、大阪に住んでた時とかは、やっぱり友達、その学生時代の友達とかはいなくてもちろん。だからこう、休日一人で過ごすこととかの方が多くて、だったんだけど、もう福岡来てからあんまり一人で過ごす休日がない。びっくりしてる。そうね、確かに。しかもさ、大人になってここまで仲良くなれる友達も珍しいなって思う。なんか、仕事で、私たちもともと仕事仲間だから、なんだろう、プライベートでね、会ってるわけじゃないのに、ここまで仲良くなってるのも幸せだなって思うよね。そうだね、本当に。やっぱ相性かな、何なんだろうね。何でも話すもんね。恋愛のことも話すし、プライベートのことも話すし、なんか昔のこととか、何でも話す友達って、なんか意外と学生時代にできた友達以外、あんまりいないなっていう。そうだよね。だし、欲しくてできるものでもないというかね、あるから、なんかほんとソウルメイトみたいな感じで、なんかやっぱり、あ、出会えるんだっていう風な。関係ないんだね。めちゃくちゃ嬉しかった。
ですね。はい。という感じで今日はまいちゃんと一緒にポッドキャスト撮ってみました。いかがでしたか？ダブルデートとかってね、どうなんだろう。前のね、二人で一緒に撮った時も、ダブルデートってこう海外にあるのかなって思ったんだけど、話したね。ダブルデートって、やっぱりこう、なんて言うんだろうな、それを逆にしたくないっていう人もいるからね、そうだあれなんだね。けど、私はそれがすごく好きだから、ぜひぜひなんかこう皆さん、興味がある方とかにはダブルデートやってみてほしいなと思います。ぜひぜひ楽しかったです。ですね。皆さんなんか他になんか日本の恋愛事情とこう海外の恋愛事情を比較したときに、こうなんだとか思うことありますか？ね、なんかぜひぜひそこら辺も聞いてみたい。私たちも知りたいですね。私たちもね、なんかそこら辺一緒に話をしていったりとかしてみたいなと思うので、ぜひぜひ何かあったらコメントで教えてください。はい。ということで、今から私たちは一緒にさっきの商店街で買ったパンを食べていこうと思います。楽しみ。はい。ですね。またね、まいちゃんとは、はい、本当にいっぱい会ってるので、そうですね。はい、たくさんコラボをしていくかなと思います。はい、ということで、まいちゃんのインスタグラムのリンクも概要欄に貼ってます。ぜひぜひちょっとそこから見てみてください。お願いします。最近ね、ストーリーで1分ラジオだっけ、すごいなんか日本語を本当に教えるっていうところに、今力を入れていて、正直私日本人だけど、日本人の私でも勉強になるんですよ。なので、そう、すごいと思って、あ、そうやって使うんだ、確かに、みたいな。すごい勉強になるので、ぜひぜひ気になる方見てみてください。はい、ということで、今日のポッドキャスト以上になります。また次回のエピソードでお会いしましょう。またね。またね。こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度からスピードを落として聞いてみてください。他にもいろいろ字幕を用意しているので、ぜひそこから選んで最後まで一緒に楽しんでいってください。はい、ということで今回のエピソードなんですが、以前のエピソードでもお伝えした通り、私旅行に行ってきました。皆さん、私の旅行のプランについての動画見ていただけましたか？今回なんですけど、韓国人の彼、ハン君との2年記念日の旅行で長崎県の雲仙に行ってきました。で、もともとは長崎県の雲仙だけの予定だったんですが、彼がちょっと長いお休みを取ることができたので、急遽2泊3日 ?2 泊3日の九州旅行に変更になりました。ということで今回長崎県と、あと熊本を結構ノープランで旅行に行ってきたので、皆さんにどんな旅行だったかお伝えできればなと思います。はい。ということで、早速なんですけど、まず今回最初に向かったのは、長崎県の雲仙というところです。以前のエピソードでも長崎県の雲仙って自然が豊かで温泉地ですよっていうふうにご紹介したかなと思います。温泉地っていうのは温泉が有名なエリアのことですね。長崎県の雲仙っていうのは、温泉がすごく有名で、私も今回初めて行ったんですけど、地獄巡りって言って、地面からこう、湯気みたいなのがもくもく湧いてるような場所でした。すごくびっくりしました。写真こんな感じですね。もう本当に、街中ですね。いろんなところからこうやって湯気とかガスとかが昇っている、すごく独特な景色が楽しめる温泉地でした。そして今回なんですけど、なんと温泉付きのお部屋に泊まりました。実は私人生で初めてなんです。こうやって温泉付きのちょっといいお部屋に泊まるの初めてだったんですけど、もうすごく贅沢な気分で、もう本当に大大大満足でした。この贅沢っていうのは、普段よりもお金とか時間とかを使って特別な経験をすることを言います。すごく贅沢な時間でした。本当に好きな時間に温泉に入れて、誰にも気を使わなくていいので、すごくリラックスすることができました。そして、なんといっても夜ご飯なんですけど、なんと夜ご飯は和牛とかカニとかが食べられるビュッフェのタイプだったんですね。で、和牛っていうのは皆さんもよく知ってるかなと思うんですけど、お肉に脂が乗ったすごく美味しい日本の牛肉のことを和牛っていう風に言います。
で、この和牛がめちゃくちゃ美味しかったです。で、カニも一つ一つがすごく大きくて、何回もおかわりして食べちゃいました。で、もう本当に食べ過ぎました。この食べ過ぎるって、食べると〇〇しすぎるの二つが合わさった食べ過ぎるですね。もうお腹いっぱいなのに、それでももっと食べたいと思ってたくさんたくさん食べちゃいました。で、これ以前、春についてのお話のエピソードでも言ったんですが、私今ダイエット中なんですね。なんですけど、もう中とか関係なく、もう完全に忘れて、その日だけは一日たくさん食べました。もうめっちゃ美味しかったです。日本ではよくこういうダイエット中だけど、この日だけは美味しいものたくさん食べるぞっていう日のことをチートデイっていう風に言います。今日だけは贅沢して何でも食べるチートデイっていうので、ぜひ今ダイエットしてる方とかいたら、ぜひ次は何月何日がチートデイだよとかって使ってみてください。そして、夜ご飯のビュッフェだけじゃなくて、次の日の朝ご飯のビュッフェもすごく特別だったんです。朝ごはんのビュッフェはオリジナル海鮮丼が作れました。これもうめちゃくちゃ楽しかったです。海鮮丼のご飯をまず好きなだけ持って、で、その上に自分でお刺身とかをどんどん乗せていくスタイルだったんですけど、私はこんな感じで写真出すんですけど、こんな感じで作りました。どうですか？私あんまり盛り付けのセンスが上手じゃないんですけど、比較的自分でも美味しそうにできたなと思って大満足でした。で、こうやって夜ご飯だけじゃなくて、朝ごはんもいろいろ美味しいものをゆっくり贅沢に食べるってあんまりないですよね。なので朝からすごく幸せでした。で、実は私とハン君なんですけど、温泉が大好き。で、しかも食べることも大好きっていうことで、もう今回食べては温泉入って、また食べて、また温泉入って、みたいな風に本当に私たちらしく楽しく本当にたくさん癒されました。そして雲仙では雲仙地獄にも行きました。名前だけ聞くと怖そうですよね。さっきもお話しした通り、雲仙にはこの地獄って呼ばれる景色、観光地があります。で、地獄って本来はヘルみたいな意味があると思うんですけど、でも雲仙地獄っていうのは温泉の蒸気とかガスがたくさん出ている観光地で、こうもくもく煙が出ている景色が地獄に見えるっていうことで雲仙地獄って呼ばれています。で、本当に普段生活していたら見れない景色なので、すごく不思議でした。写真もこんな感じですね。実際にそこの温泉地帯の蒸気でできたゆで卵とか、あとはサイダーとかも食べたんですけど、ゆで卵がもうめっちゃ美味しいんですよ。お湯で茹でた感じっていうよりかは、どっちかというと蒸しているので、蒸し卵みたいな感じなんですけど、もちもちなんですね。白身も黄身もどっちももちもちでした。で、それを温泉のサイダーと一緒に飲むともうめっちゃ美味しくて、これって観光してるなーっていう風に実感できるような瞬間でした。卵とか、あとはこんな感じサイダーもこういう風に美味しく食べました。で、最初でも言ったんですが、今回彼が急遽長いお休みをもらうことができたので、雲仙以外はノープランで旅行に行ったんですね。で、もう本当に決まっているのは、雲仙での一泊の旅館と、あとは2泊3日分、3日間レンタカーを借りていたので、まあ3日目に帰らなきゃいけないくらいしか決まってなかったんです。なので、雲仙で一泊泊まって、次の日の朝ですね、ハン君と、どこ行く？今日どこで観光しよっかみたいな風に朝ごはん食べながら相談して、なんと決まったのが熊本でした。なので、雲仙から車でこうフェリーに乗って、フェリーって人や車を運ぶ大きな船なんですけど、その船に乗って熊本に向かいました。で、船に乗るのも旅行っぽいですよね。なのですっごい楽しかったです。そして熊本についてまず向かったのが熊本城です。皆さんお城って知ってますか？昔の日本のお殿様が住んでいた建物です。で、そして熊本県では、日本でも有名なお城の一つ、熊本城を見ることができます。で、このお城なんですけど、天守閣って言って、お城の一番高いメインの建物ですね。私たちも登ることができました。で、もうこの天守閣、一番上から見る景色がすっごく綺麗だったんです。熊本市内をこう一望できるような、すごい景色が楽しめて、登ってよかったなって思いました。で、実は私の地元にある松江城、
島根県の松江城っていうところも天守閣に登ることができます。もし皆さん日本に来ることがあれば、ぜひお城とかも調べてみてほしいなと思います。それこそお城の中には外からしか見れないお城もあれば、中を楽しむこともできたり、もっと行くとその天守閣、一番上まで登って楽しむことができるお城もあるので、ぜひぜひ調べてみてください。そして皆さん、城下町って知ってますか？城下町っていうのは昔お城の周りに作られた町のことで、昔はお店とか家とかが並んでいて、人々が生活をしていたんですね。で、この熊本城の近くには、そんな城下町を再現したエリアがありました。写真だとこんな感じですね。はい。こんな感じで、その雰囲気が再現されていて、昔の日本にタイムスリップしたような気分になれる、すごくワクワクする場所でした。そこでは、食べ歩きができたりだとか、実際にランチとかを楽しむことができるお店がたくさんありました。で、実は熊本県って、ワンピースの作者さんの出身地なんですね。なので、ワンピースグッズもたくさんありました。アニメ好きとしてはテンションがすごく上がりました。で、他にも侍装侍ってわかりますか？日本の昔いた、その刀でこう戦う人たちのことなんですけど、そのお侍さんたちのコスプレをした方が、刀でダンスを踊るショーを見ることができました。これももうめちゃくちゃかっこよかったです。刀を使ったパフォーマンスとかって見たことがなかったので、もうずっと最初から最後まで楽しく見ることができました。実際にそのお侍さんたちと写真撮ったんですけど、ぜひ見てみてください。かっこいいですよね。こんな感じで、そのショーを見た後は、写真撮影とかも楽しむことができました。そして、熊本の夜ご飯は、とんかつを食べました。とんかつって皆さん知ってますか？とんかつってめちゃくちゃ美味しいんですよ。熱い豚肉に、衣をつけて揚げたものなんですけど、日本でも結構とんかつって有名な料理の一つかなと思います。写真こんな感じなんですけど、すごい分厚いですよね。彼と一緒にとんかつを食べました。もうめちゃくちゃ美味しかったです。そして3日目ですね。3日目もまず朝から、今日はどこ行こうかっていう会話から始まりました。で、そこで決まったのが、阿蘇という場所です。皆さん、阿蘇って聞いたことありますか？熊本県にある阿蘇というエリアなんですが、世界でも有名な巨大な火山があるエリアです。で、広い草原とか山とかがあって、景色がもう本当に綺麗。私は実際行ったことがあったんですね。で、本当に大好きな場所なんです。ただ、今回ハン君は初めてだったので、せっかく晴れてるし、今日は阿蘇行こっかって朝から決まって、もうその日はもう天気本当に良くて最高でした。車でこうドライブしたり、台に行ったり、あとはこう展望台のところでソフトクリーム食べたり、本当に楽しく遊びました。で、もうほんと自然の中を走るっていうだけでもすごく楽しかったです。ちょっと皆さんに写真をシェアしたいんですが、こんな感じですね。いかがですか？もうめちゃくちゃ綺麗ですよね。もう本当に天気が良かったのもすごくラッキーだったなって思いますし、こうやって私が大好きな景色をハン君と一緒に見れたっていうのもすごく嬉しい、2年記念日のいい思い出になりました。はい。で、しかもこんな感じで牛さんがいました。牛もたくさん実は阿蘇を走ってるといるんですよ。そこで放牧って言って、もう実際にその山に自由にこう放してある牛さんがたくさんいて、なので阿蘇って阿蘇ミルク、牛乳とかも有名なんですね。なので、阿蘇ミルクで作ったソフトクリーム食べたんですけど、もうめっちゃ美味しかったです。びっくりしました。あ、こんなにソフトクリームが濃厚美味しいんだってびっくりして、本当に彼はジェラート食べてたんですけど、そっちもすごい美味しかったです。もし皆さん阿蘇に行く機会とかあったら、ぜひぜひその阿蘇ミルクで作ったアイスクリーム食べてみてください。おすすめです。そして3日目のランチだったんですけど、なんといろりのお店に行きました。皆さんいろりって聞いたことありますか？このいろりっていうのは昔の家にあったキッチンみたいなものなんですけど、火を囲んで魚とかお肉とかを焼いたりします。で、私も初めてのいろりでした。こんな感じですね。皆さんなんかイメージとかありますかね？結構アニメの中でも日本の昔を描くシーンとかにはこのいろりが出てくることもあるかなと思います。で、ただ私も実は初めてのいろり体験でした。で、もうこれすっごく特別な経験でした。
今のキッチンとかでこう料理するってすごく簡単ですよね。こう食材切って火つけてフライパンで焼いてなんですけど、いろりってこうじわじわ火が通っていくので、今みたいにドンと作って食べるとかではなく、こう料理ができる過程は会話を楽しんで、できたら食べて、でまた焼いて、またできるまではゆっくり話して、みたいな風にすごくその時間も含めて楽しむことができる経験でした。で、本当にハン君と多分2時間半くらい、そのお店でランチ食べたんですけど、本当に2時間半ですごく長いようで、ただ特別な体験だったし、そうやって火を眺めながら、2人でゆっくり会話するみたいなのも初めての経験で、すごくこう3日目、旅の疲れとかもあったので、ちょっとのんびり休みながら食事を楽しむことができました。はい、そんな感じで2泊3日の旅行が終わりました。車をレンタルして自由に観光して、で、予定を決めすぎないっていう旅行もすごく楽しいなって思いました。今回の旅行は温泉、グルメ、歴史、自然、全部楽しめる最高の旅行でした。ノープランで行ったんですけど、最終的にはこんなに盛りだくさん、すごく楽しむことができる旅行になりました。皆さんは旅行するとき計画は立てますか？私はもともと計画を結構立てる派だったんですけど、今回このハン君との旅行でノープランで行くのもすごくいいなぁと新しい発見になりました。もし皆さん計画する派とかノープラン派とかあれば、ぜひコメントで教えてください。そして日本で行ってみたい場所とかって皆さんありますか？ぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日のエピソードは以上になります。いかがでしたでしょうか？日本中まだまだ私行ったことないところがたくさんあって、今回も雲仙とかちゃんと初めて行ったんですけど、改めて自分が知らないところに行くってすごく楽しいし、こう海外だけじゃなくて、日本中もまだまだ行ったことない景色を見に行きたいなと思いました。ぜひぜひまた皆さんも旅に行くことなどあれば、いろんな景色を楽しんでみてください。はい。ということで、今回のエピソードは以上になります。面白いなと思っていただけた方は、ぜひ登録やグッドボタンお願いします。他にもリクエストなどコメント待ってます。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。またね。